がおかしい。入ったっぽい。はい、なんかマイクがおかしかったですが、はい、どうもこんばんは。今週もエボニー配信を始めていきますということで、今日はですね、タイトルの通り、ランクコンテストがね、うちのサーバーにも来ましたということで、ランクコンテストについてね、見ていこうかなと思います。はい。あとね、ハンターボックスも溜まったんで、開封していこうと思います。長谷川さん、こんばんは。マッカスさん、こんじゃるわ。神さん、こんじゃるわ。河合さん、こんじゃるわ。ということで、はい、コメントありがとうございます。それでは、早速ですね。なんかね、うちのサーバーは来たんですよ。ついにね、ランクコンテスト。なんかね、ちょっと前から、ランクコンテスト、1ヶ月前かな。吉田さん、こんじゃるわ。コメントありがとうございます。兄さん、こんじゃるわ。そう、1ヶ月前ぐらいだと思うんですけれども、ランクコンテストというのが出て、SVS のね、州は王の対決なんだけど、SVS じゃない州は、このランクコンテストという、王の対決に変わるね、イベントが始まりましたと。はい、そんな話をね、聞いていました。が、うちのサバ来てなかったのですが、ついにね、昨日、月曜日のリセット後からですね、ランクコンテストが出てきましたということで、この辺はね、見ていこうと思います。ただね、まだね、来てないサーバーもあるみたいなんですよね。はい、ということで、ちょうど画面出たんで、これ見ながら行くか。画面大きくしようかな。はい。オッカさん、うちも来ました。アニーさん、我がサーバーにも来ました。河合さん、ランクコンテスト、うちのサーバーも昨日から実装されました。ニコさん、コンジャルは昨日ランクコンテスト1位でしょ。すげえ、おめでとうございます。カミさん同じく、長谷川さん来ましたよ。みんな来てますね。あれ、なんかね、X かなんかでね、まだ来てませんっていうね、コメント、投稿を見かけたんですけれども、でも、来た、ところが多そうですね。もしかしたら、なんだろう、始まったばかりのサーバーですね。1900番とか2000番とかのところで、まだ来ないっていうのはね、あり得るかなとはちょっと思ってるんですけれども、結構ね、いろんなサーバーで来てるっぽいですね。ノイさん、こんじゃるわ。メルコックさん、2、3週間前から来ました。そうそうそう。多分、テストサーバーみたいなところで多分ね、先に実装されてたところあるはずなんですよね。はい。でも、ただ今回は結構ね、多くのところで、このね、ランクコンテストが出たようですというところで、ここね、見ていこうと思うんですけど、ランクコンテストね、最初にログインした時にこれ一瞬で消えちゃうんで、今ね、たまたまPC から、ログインしたんで、この画面が見えましたけども、はい。スマホとかでね、なんか触ってると、すぐ消えちゃうんですけれども、こんな感じで、このランクコンテストの画面を開いた瞬間にですね、往生レベルに基づき本日は以下のグループに割り当てられましたということで、私はね、K38 なので、エリート38、39ということで、K38 と K39 の、グループに割り当てられましたと。で、36と37も、組になってて、そこもエリートだったのかな。はい。なので36からね、39までエリートって分かってるんですけど、エリートの上にエピックがあるはずなんですが、もしかして K40 からエピックですかね。河合さん、グループ分けのルールがポイントになりそうですね。あまりやってないメンバーだと結構楽そうです。いや、そうそう、そこの運なんですよね。ホワイトローダスさん、こんちゃるは、こちらもランコンテスト来ました。ということで、やっぱり結構、やっぱり多くのね、サーバーで、ちゃんと実装されたタイミングっていう感じがしますね。はい。ちなみに、このね、ランコンテストを画面開いたときにグループのね、発表がありますということで、私の知ってる範囲でエリートグループは、K36 から K39 は少なくともエリートグループっぽいですね。はい。で、本日のテーマは都市開発ということで、私はね、すでにクエストを完了して以下のリワードを獲得しましたということで、ちょうど戦術研究の研究タイミングじゃないですかということで、私ね、今日、研究いくつかクリアしたんで、研究のための、行動でこれだけのね、リワードというかポイントを獲得していましたと。はい、ということで、私もすでに取り終わってるんですけど、いろいろこうね、見ていこうかなと思います。吉村流さん、こんじゃるわ。サダタモンさん、こんじゃるわ。コメントありがとうございます。はい、ということで、
まずね、こういう時はね、みんな、きっとスルーするであろうね。この I マークでね、詳細をね、一応見ていこうと思いますと。はい、システムは君主様の往生レベルに基づき対応するランクのグループに割り当てますということで、これね、開いた時の画面の通りですと。で、グループのランクは低い順に、ビギナー、ルーキー、ベテラン、エリート、エピックとありますということで、これもいつものやつですね。同盟総動員とかでもね、この、ここのパターンになってるかなと思っていて、私はエリートということで、K39、K38、K39 までが、エリート。で、K40 以上なのか、それとももうちょっと上からがエピックなのか気になるところですけれども、はい。まだまだ上のね、ランクがあるようですね、と。夏キングさんエピック。あ、さすが。夏キングさん K42、3とかでしたっけ？メロコックさん私はエリート？メロコックさんって K44 じゃなかったです？エリートなことあるの？あれメロコックさんって K44。ノイさん、K40、41がエピックでした。あ、そうですよね。やっぱり、そう、多分 K40 以上がね、エピックなのかなって思うんですけど。はい。いや、上は JAL さんもやるったとき。なるほど。なるほどね。びっくりした。はいはい。エリートじゃないです。私はパンピーです。島流しさんもね、K40 超えてましたからね。やっぱりエピックということで。やっぱ K40 以上がエピックで、K39 までがエリートのようですね。ということで、はい、さて、K45 の上限が解放されて K50 までになった時に、エピックの上が出るんですかね。はい、はい、そんなグループに割り当てられる人超限られてそうだけど、まあいっか。この往生レベルが高ければ高いほど割り当てられるグループランクも高くなり、ランキングリワードも良くなりますということで、これはね、王の対決も一緒ですね。王の対決も、あれ、白レベル上がらないとわかんないんですけど、王の対決も実は、レベル上がった方が、その条件がちょっと厳しくなる代わりに、日々のね、ジェムとかがちょっと上がってるんですよ、ということで、この辺はね、いろんなやつが、同盟ボスとかも実はそうですね。はい。そういうね、わかりづらい、このリワードがね、ちょっと良くなってるっていうのがね、一応これもランクコンテストでも実装されてますと。で、イベントは7日間開催され、毎日対応するテーマとクエストも、だからほぼ王の対決と一緒です。毎日にクエストをクリアするとポイントを獲得でき、当日のポイント指定値に達するとポイント目標リワードが治療できますということで、これはいつものね、これも王の対決のステージ1、2、3と一緒でしょうと。で、毎日1回ポイントランキングリワードを決算し、ポイントが0を超える君主が当日のランキングリワードを獲得できますということで、いろいろ書いてあるんですけど、王の対決はサーバー内での対戦でしたけれども、このランクコンテストは、近しい、サーバー、近しい白レベルの人と、一緒に、競う、ものですよと。はい。なので、このね、近しいグループで割り当てられることになると思うんですけど、これがね、グループ分けが肝ですよね、と、はい、いうところだと思っています。サータモンさん、消費還元じゃないから今週は研究頑張るっす。消費還元のあれじゃないタイミングないですかね。消費還元じゃないから多分あれ、戦術研究の消費環境シーズンではあるけれども、スピードじゃないからってことなのかな。多分そう、建設のあれじゃないからってことですよね、多分ね。はい。これね、いや、そこも気になるところで、これね、前回、ランクコンテスト来た人にはぜひ教えてほしいことがあるんですよね。そう、建設じゃないからってことですね。野口さん、JAL さんはサブアカウントお持ちですか？いや、私は持ってないですよ。はい、私ね、他のゲームをやってるんで、そんな余裕がなくて、あの、だからこそ生産とかね、最終能力を高めにね、してるんで。あと、遺跡入りまくってます。メロボックさん92兵。懐かしいな、兵。はい、ということで、これね、気になるのが、この君主ランキングですよね。はい。このね、今、本日のランキングということで、今、私はね、
ハラペーニョ55さんは7位にいますということで、0ポイントより上の中で一番ビリじゃねえか。はい、ということで、これがね、このスコアと、このランキング1位、2位、3位ということで、このね、1日リセットが終わったタイミングのこの順位で、リワードが良くなりますよという風になっていますということで、先にね、リワードから見ていきますか。ただもさん、惜しいな、軍艦の3に着手しているので。あー、なるほど。軍艦さんやってる途中だと研究できないですからね。夏健さん、コンペティションサポートを見ると何が作るか分かります。あ、そうそう、その話をね、後でしたいんですよ。そう、そこめちゃくちゃ重要だと思ってて、コンペティションサポートがね、最も、最も重要だと思うんですよね、情報的に。はい、ということで、とりあえずね、ランキングリワードを見ていきましょうということで、これね、もちろん、グレードによって違うと思います。これ気になってるところが一つあって、エリート K38 から K39 のリワードって、1位になると10万5000ジェムももらえるんです。で、アレースのうち35、で、12時間スピードアップ40。これで24時間かと思ったら12時間でしたね。はい。で、プレミアムレアの資源箱とか、研究のね、賢者の石300とかなってるんですけど、これ気になるのは、K36 から K37 のエリートの方いますかね。これ同じですか？ 1 位10万5000ジェム、2位7万ジェム、3位3万5000ジェム、4位2万1000ジェム、5位2万1000ジェムということで、4位と5位が一緒ですけれども、これ1位1万5000ジェムとか破格ですよね。王の対決、1位になってもなんか5000ジェムぐらいじゃなかったっけ？毎日のやつって。週間のやつは結構もらえるんですけど、あの、デイリーの1位とか別に大したことなかったはずなのに、めっちゃ跳ねるやんっていうね。はい、10万5000ジェムもね、1位もらえますと。河合さん、白31のサバーカウンター、報酬かなり低いですね。やっぱ、ちなみにそれはエリートじゃなくて、エリートの下はなんだっけ？レジェンドか？ベテランだった。ベテランですかね。K37 とベテランなのかな。サータモンさん、私は同じです。サータモンさんは、白レベルいくつだろう？ K38 かと39かな。いや、これがね、エリートとかエピックだとか、そういうざっくりとしたランクの中で変わるのか、ランクの中のさらにこの白レベルでも変わるのかがね、ちょっと気になって。富山さん、K37 のエリートで1位ジェム9万7000、5000ジェムですね。吉部さん、エリート37で9、ありがとうございます。やっぱりそうなんだ。はい。ありがとうございます。富山さん、吉部さん。はい。やっぱり、このエリートの中でも、K36、K37 もエリートっていうのは知ってるんですけども、K36、K37 でも、このリワードが違うんですね。だからやっぱり白レベルが高ければ高いほどリワードが良くなるというところは、このグループだけの話じゃなくて、この中でのやつでも変わってくるんですね。メルコックさん、現 X に、画像を送ってみたということで、ありがとうございます。ちょっと見てみよう。はい。夏健さん、K40 は11万2500。ありがとうございます。なるほど、なるほど。11万2500っていうことは、7万5000、違うな、7万500か。7万500増えていて、で、9万7500からも、違うな、9万7500からは、500、8、7、7500。7500ずつ増えていくんだな。一緒だな。37から38、急に上がるときも7500増えてて、K40 に行くときも7500円得るんだ。じゃあエリートからエピックになるにあたって、なんか、急に跳ねるみたいな、そんなことはないんだな。なるほどね。うおーで、今、メロコックさんがね、送って
くださった画像を見ました。そのね、画像を見ると、1位の、ジェムが127,500になってるので、やっぱ7500刻みでね、上がってるっぽいですね。はい。計40から41、42から43、44から45ということで、ジェムは7500単位で増えてますと。ただ、エピックになっても、この1位の RS の値は35じゃなくて40に上がってる感じなので、まあ、5しか増えませんと。で、このスピードアップ、12時間スピードアップ40になってるんですけど、エピックの画像を見させてもらったら、30に数字減ってるんで、多分24時間のスピードアップに変わってますと。で、この資源箱がね、150が180になって、まあ、ここはね、まあ、ビビたるものだと思うので。で、重要なのが、この宝箱ですね。今、触れてこなかった記念コインのランダム宝箱。これがね、めちゃくちゃ、重要だと思うんですけど、ここがね、今の私のエリートだと、6、4、2、1、1ってなってるんですけど、エピックになると、7、5、3ってなってるみたいですね。で、4位と5位が117は変わらないです。はい。ちなみに1位は7500ずつ増えてますけれども、5位とかはもうちょっと違う小刻みになってるっぽいですね。はい。おもろいおもろい。これね、皆さんのね、情報でね、その答え合わせというか、あれができるんで、非常に助かりますね。ありがとうございます。河合さん、チロ31ベテランで7万5000ジェムでした。やっぱ7500区切りでいってんだろうな。エリート計算ジャージ39、10万5000ジェムです。やっぱそこは一緒ですね。私のオルト計31になりましたが、8万2500ジェムで。なるほど。いや、1位おめでとうございます。メルコクさん、リワードは24時間スピードアップ見た。やっぱり、長谷川さん、K34 から34、1位9万ジェムですね。ということで、まあ、やっぱ7500ジェム刻みでね、上がるのかなということで、まあ、まあ、1位になるのがね、なかなか難しいかもしれないんですけれども、なんというか、狙う価値がね、増えましたよね。ののさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。で、このね、記念コインのランダム宝箱、今回のこのランクコンテストの、まあ、目玉はこいつですよね。この5以上になったら、この記念コインのランダム宝箱というね、ものがもらえるんですけど、これの素晴らしいところは4分の1で記念コインが手に入るっていうね。はい。25% なんで、まあ、4回に1回ぐらいのね、期待値で、記念コインが手に入りますということなので、だから、これ、2位とかになったらね、1個記念コインが手に入ったに近い、ね、感じですということで、まあ、めちゃくちゃね、重要ですよね。この、記念コインの報酬の素晴らしさに比較して、安全資源箱ウルトラレアが1個、8時間スピードアップ1個、強化石1個っていうのは釣り合い取れてなくねえかっていうのはあるんですけど、あの、確率当倍でね、記念コインがね、出やすいのはいいんだけど、記念コイン外れた時のがっかり感が果てしないっていう、強化石1個って不思議じゃないですか。強化石もりもり必要になるのに、なんで強化石1個にしたまあいいけど、大外れにも程があるだろうっていうね。はい、ちょっとおもろいですね、これね。まあ、記念コインがね、25%、まあ、エボニーはね、なんだかんだ結構確率通りかなっていう感じなので、ここはね、素直に4分の1なのはね、素晴らしいことですね。解散、白31ベテラン、私以外誰も参加してません。いや、そうなんですよ。そこね、そこ重要ですよね。はい。そこもちょっと話してこう。のんのさん、リセット間際で1位から2位になってました。油断してたら。いや、そう、これね、最後の5分が勝負だと思います。夏キングさん、K40 も宝箱6、アレス40、24時間スピードアップ20。なるほどね。やっぱり、K40 になると、アレスは多分5刻みでね、多分ランクごとに多分増えていて、多分レジェンドは30なんじゃないかな、1位だと。はい。24時間スピードアップとかは多分数がずれるんでしょうね。のんのさん4個開けてコイン当たりませんでした。それは残念。ってことは、2以上だったんですね。素晴らしい。片沢さんこんばんは。コメントありがとうございます。強化石1個は嫌がらせで、そう、強化石なんか
もうちょっとおまけしてよっていう、なんかその、大外れを作る必要なくないみたいなのがね、はい、ありますが、はい、当たりがね、でかいのは素晴らしいですね。ということで、はい、5位までが、その、報酬が凄まじく良くて、6位以下になったら急激に残念になります。はい、12位まで報酬がもらえる。ですけれども、7000ジェム、12巻スピードアップ4、プレミアムレア15ということで、これもきっとね、ランクごとに、違うんでしょうというところなんですけど、一応ね、7000ジェムはね、素晴らしいと思う。素晴らしいと思います。はい。で、肝心の、じゃあ12位に入るにはどうするのかっていう話なんですけど、これね、不思議なんですよね。これ今、私のこのランキングはね、今12位まで表示されてます。で、ちなみに、これ12位まで表示されてるんですけど、これスコア0の人、ポイントちゃんともらえないようになってて、はい、これね、愛のとこ見るとちゃんと書いてあるんですけど、ポイントランキングリワードを決算し、つまり、リセットタイミングで判定して、ポイントが0を超える君主が当日のランキングリワードを獲得できますよということで、だから、いろんなワールドにオルトがあるようだとかね、その、ログインしてませんっていう人には、そのオルトもちゃんと操作しないと、リワードが手に入らないということで、これは王の対決とかもきっとそうだったのかなとは思うんですけども、はい、ということで、正直ね、K38、K39 はちょっとやる気勢が多いかなと思うんですけど、さっきコメントがあった通り、河合さんの K31 あたりとかって、正直、すでに引退してるアカウントめちゃくちゃ多いと思うんですよね。はい。1個のラインが K30 と K35。この2つって多分ラインあるかなと思っていて。はい。そのあたりでやめて、もういないっていう人も多分ランクインされてるんじゃないかな。だから、このグループ組み分けの中に、いかにプレイしてない人がいるかで、ランキングの上がりやすさが変わってくるかなっていうのはね、ちょっとありますと。だからこそ、もう後半のリワードを多分色つけなかったんでしょうね。はい。あの、上のメンバーはどうせ競うんで、どうせ競うんで、上は競わせましょうと。でも下はもう別どっこいにしようと。もうどうせね、ログインしてない人とかも、もう必然的にね、マッチングされるんで、ということで。はい。ということで、はい。これ見ていただくとわかる通りね、3、1位だけ頑張ってて別にあんまり断固だな。これぐらいだったらすぐ追いつけるからな。はい。ちなみにね、私昨日のランキングは7位かなんかだったかな。もう1位めちゃくちゃ、ポイント高くて、てか、5位以上が、5位以上違うな、6位以上がポイント高くて、これラスト5分頑張ってもマジ無駄だなと思ってやりませんでした。ちなみにね、このランキングが5分ごとに更新されますということで、このゲームはですね、リセット前、日本で言うと15時55分から16時の間にいかに稼いで、追い抜くか、追い越されないようにするかっていうゲームだと思います。はい。リセット間際の日本が有利かと思いきや、人によってはね、会議中だったりとかするかもしれないので、辛いかもしれませんが、はい、これ、1位でものんきできなくて、一番最後の5分で追い抜かれるって全然あるゲーム。てか、追い抜く価値があるゲームだと思うので。はい、これ。だって、1位と2位、少なくとも、この5位との境目、めちゃくちゃ影響が大きいので、8位とかの人もね、急激に超頑張って、3位、2位を目指すっていうのは全然あるんじゃないですか。そもそもね、ポイントが見えるんで、これぐらい頑張ればいいならやったるぜってなるんで、これはね、ほんとね、ラスト5分がすごく重要なね、イベントだなと思ってます。はい。ということで、これさ、いや、おもろいですよね。これ見ていただくと、私のね、このグループは計38の人としかマッチングしてなくて、12人しかいないので、みんながね、ちゃんとポイントを稼いだら、ちゃんと、全員がもらえるね、ハッピーなイベントなんですけど、これ、気になるのが、昨日、君主ランキング、
私ね、始まった瞬間13だったんですよ。13人中2位みたいな、なんかそんなのがね、始まった瞬間そんな感じだったんです。13人0000って並んでたんですけれども、気づいたらね、昨日の、まあ、昨日ってかね、正確には今日の昼とか見たら、ランキングが16位まで人伸びてたんですよ。はい。ということで、これ私の推測なんですけど、多分、一つのグループあたり20人ぐらいがランダムで、その、設定されてますと。20人ぐらいがひとまとまりのグループになってると思っていて、で、そのうち、ログインすると、この画面にスコア0で表示されるようになりますと。はい。で、この条件ですね。この条件を満たしたらもちろんポイントが入るんで、ここのスコアが5分ごとにね、反映されますと。ログインした時点で0ポイント。ログインしてなかったら、そもそもここに出てこない。そんな仕組みじゃないかなと思います。はい。私がね、昨日見た時に13人だったのに気づいたら16人に増えてたっていう、まあ、この現象がそう説明ができないので、はい。見た時ね、13人いたから、13人で12位までしかリワードがもらえないから、あ、これ最後の1人だけポイントを上げない結構えぐい仕組みなのかなと思ったんですけど、途中からね、16まで増えてたんで、ログインするかどうかを判定にして、1個判定になってて、で、2個目の判定でちゃんとポイントをね、獲得したかっていうね、なんかそんな感じになってるんじゃないかなっていうのを予想してます。はい。キリが良くて、そう、16っていう数字を見てしまったので、きっとまあ20人ぐらいでね、分けられてんのかなっていうのをね、予想しています。まあ、まあ12以上ならないとね、価値がないんで、はい、まあ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 、このね、なんとか12位を目指す戦いなんですけど、じゃあそのポイントを稼ぎ方っていうのはこっちなんですが、まあ、もうちょっとね、ポイントについては重要なことがあるので、そっちも話そうかな。で、ずっとコメントを見てなかった。メロコックさん、全然別の話になるんですが、1日の充血の結晶って何個上限でしたっけ？変わってなければ、25です。高レベルのボスから、じゃあ、それ間違えた。それ戦績の宝石だ。高レベルのボスから40個で、資源の最終から5個なんですけど、充血の結晶が、出るのが、タイルから出るやつが確か増えたので、50じゃないかな。毎日50ずつぐらいはね、ゲットできるかなって思います。はい、高レベルボスから40、タイルから10だったかなって感じですかね。河合さん、2つのサブアカウントは同じグループに。そんなことあるんだ。やべえ。メロコックさん、メタゲー。いや、そう、結局ね、グループの、メンバーがガチ勢がいたらそれだけ不利だし、タイムゾーンにも結構影響するので、なかなかのね、運要素がね、強いゲームですね。はい。ただ、正直、王の対決ってもうサーバー内のもう順位なんてもう固定じゃないですか。もう変動しないですよ、あんまり。もう、大体固定の、ね、メンバーが上位に来るので、これはね、ワンチャンが生まれるので、非常にね、いいイベントだと思いますね。モッカさん、12位以下、モッカさん、12位以下もいるんですかね？ 12 人で競い合ってるのかな？いや、私は16人見たんで、いるんですよ。メルコックさん、イエスさ検証してます。はい。ぜひぜひ。高レベルボスから40、タイルから10のはずですね。ミロさん、こんばんは。誇りのような帝国の宝庫で王権のかけらを狙っていましたが、鍵 2K ぐらいで1個取りました。おめでとうございます。そう、期待値的にはですね、まあ、2600あれば1個取れるかなっていう感じがしていて、でも100個のやつ、100個出るやつ引かないといけないでしょ。すごい。おめでとうございます。そう、私ね、そう、そろそろもう今 2.4K 溜まってるんで、ワンチャンあるなって思ってるんですよね。アニーさん、ジャルさんの考察当たってるかも。いや、多分おそらくね、途中でその人数が増えるっていうのが信じられないので、始まった瞬間で多分25定でログインしたらここに入るっていうね、仕組みだとは思ってるんですよね。そもそも、ちゃんとプレイしてない人がそれぐらいいるんだ、みたいな。だから K38 でログインするけど、達成しないってありえんのかな？研究しないなんてあんのかな？
島流さん、私のグループは計40から41なのですが、全員計40なんですよ。ね。なので、もしかしたらある程度往生の状態が近い人が同じグループになりやすいかもしれないです。あ、なるほど。戦力とかももしかしたら見てるのかもしれないですね。はい。ちなみにね、都市開発、今日の、都市開発なんですけども、研究戦力が1点アップする。はい。プラス8ポイント。1分間のスピードアップを消費して研究を加速するプラス 0.1%。これね、研究のためにスピードアップを使えば何でもいいので、その研究スピードアップの、やつだけじゃなくて、通常のね、共通スピードアップ。これでもちゃんとポイント入りました。はい。建設戦力が1点アップする。1分間のスピードアップを消費して建物の建設を加速する。これも同じですね。はい。スピードアップは共通スピードアップでも OK でした。建設のためのスピードアップとして使用したらもう何でも OK。はい。なので、共通スピードアップとかをね、建設の場合は共通スピードアップを使ってあげた方が、無駄がなさそうかなと。で、研究の方は、多分研究のスピードアップって還元はすぐ達成できる系で、研究スピードアップって余りがちだと思うので、研究の方は研究スピードアップ使ってもいいのかなというふうに思いながらやってましたと。はい。で、これね、研究の戦力って、なかなか上がりづらいんですけど、ちょうど今戦術研究がね、来ているので、戦術研究はこの研究戦力上がりやすいので、頑張りがいがあるかなと。ちょうどね、追い込み佳境の時期ですので。はい。で、逆に言うと、そう、建設戦力って今、建設のスピードアップとかが別にあるわけではないので、ちょっとやりづらいですねと。ただ、このね、ポイント、頑張れば手に入りますよなんですけど、これ関連で2つ話があって、このコンペティションサポート、このね、光ってるやつですね。はい、来ました。サポートボーナス、コンペティションサポートを購入してからイベントが終了するまで毎日20%のポイントボーナスを獲得できますということで、これがね、違うな、王の対決も上にバナーあった気がするから、王の対決もこれあるのかな。はい、このコンペティションサポートっていうのを買うと、この追加のリワードもゲットできるし、ポイントも20%増えるよということで、これは、やっぱ課金してた方が、上位に行きやすくなるよということでね、当然のサポートですよね。はい。で、ちょっと優しいなと思ったのは別に毎日じゃなくて、1週間で1000円、1000ジェム、1000ピンクジェムですかね、約。はい。それで、この辺のね、リワードをもらいつつ、上位も入れるということで、なかなか、なんでしょう。このランキングの雰囲気を見て、課金してなさそうだなって思ったらいけるかと思いきや、これ毎日メンバー変わるんですよ。これね、昨日のメンバーと私違うので、7日間毎日変わるんですよね。はい。このグループって毎日抽選されるっぽいので、なんか周りが課金してなさそうだから課金したってなった時に次の日にみんな課金してるメンバーだっていうことがね、全然あり得るので、計画的にというか、1000ジェムがね、安いと見るか高いと見るか悩ましいところですかね。少なくとも白レベルが低い人はちょっともったいないかなって思ってしまいますと、白レベルが高ければ高いほど、さっき言った通り、このね、ランキングリワードが、高額になっていくので、はい、白レベルが高ければ高いほど、そのリターン率がね、上がるんじゃないかなとは思うんですけれども、白レベルが高くなれば高くなるほど、みんなガチ勢なんでえぐい争いが行われそうな気はしますね。はい、なので、どうなんだろう。どのランク帯がいいんだろう。計30号ぐらいが一番実は稼げるんじゃないかなっていう感じがね、感覚的にはしてます。はい。で、重要なのが、このコンペティションサポートを見るとね、曜日との対応になってる感じがしますよね。1日目がこの将軍のマークがついてるんですけど、昨日って将軍育成でしたよね。これね、全部のサーバー一緒でしょ、多分。昨日、X の報告見る限り、みんな将軍育成ってなってて。はい。で、建設。で、3つ目が、なんかね、兵が上に上がってるので、これ戦力アップと訓練じゃないかな。はい、これ王の対決で戦力アップと訓練マジで被ってんなと思ってたんで、これ一緒になってんの嬉しいですね。はい。
そう、将軍育成っていうのが新しいのが追加されました。建設と研究です。多分戦力アップと訓練です。モンスターの討伐です。資源採集です。で、キルイベ、キルイベってことですよね、多分ね。はい。ということで、これね、全サーバー順番統一なんじゃないかなって思ってるんですよ。のスキンさん、サーバーまたぐから一緒みたいですよね。そうですよね。そうそう。これ、複数のサーバーで別々にすることって多分難しいと思うんですよね。はい。だからこれ一緒だと思うんですよ。で、ここで一番重要なのが、覚えてたらでいいんですけども、今回初じゃない、前回もランクコンテストあったよっていう人たちに教えてほしいんですけど、この順番って変わりました？毎回一緒ですか？それめちゃくちゃ重要でめちゃくちゃ重要で、毎回この順番だとちょっと嬉しいなって思ってるんですけど、いや、どうだろうな。嬉しいかな。悩ましいな。少なくともね、昨日私損したんですよ。私、アレースの地の消費すでに終えてしまっていて、還元全部使ってたから、昨日の将軍育成の時にアレースの地でポイント稼げなかったんですよね。でも、もし、2週間後のランクコンテストとも、全くこれと同じ順番だったら、2週間後じゃないか、1ヶ月後か。2週間後は、スピードアップのタイミングなので、アレスの地の還元来ないんですけど、1ヶ月後、1ヶ月後、またこれと同じ順番が来るんだったら、もうアレースの地は月曜日まで、最終日のその月曜日まで絶対もう消費しねえって決められるんで、あの、最終日のこのランクコンテストで将軍が1日目に来るぜっていうのが分かってるのであれば、もう、アレースのうちはね、最終日、11日目にやるぜっていうのがもう決め打ちできるので、非常にね、ありがたいなと思ってます。夏キングさん、記憶にございません。残念。誰か、スクショ撮ってたりする人いないかな、このコンペティションサポート。そう、これがね、毎回一緒だと、決め打ちができて助かるんですよ。で、逆に言うとですね、これね、月、火、水、木、金、土、日っていう対応がしてるんですけれども、この火、水、木は、長期イベントと絶対重ならないんですね。はい。長期イベントって火曜日のリセットタイミングが終わるまでなんで、月曜日までなんですよ。で、長期イベントって金曜日から基本的に始まるので、この金曜日のこのタイル、キルエ、キルエベは関係するんですけど、SVS の週って、絶対王の対決の サーバー版王の対決に変わるじゃないですか。ってなると、必ずその間に、大型消費還元が挟まないタイミングになってくるので、そう、毎回建設が2日目ってなると、絶対に建設スピードアップとかと被らないっていうね、建設を完了しづらいタイミングになるっていうね、これ確定してくるんですよ。ヒカさん、コンジャルは毎回一緒だったと聞いてます。ありがとうございます。なるほど。そう、それならそれで、そう、来週の消費還元イベントの、来週のね、配信の時に喋ることがあって、そう、2週間後にまたランクコンテストが来る可能性があるのであれば、この火曜日のタイミングで建設が終わるように、建設スピードアップを調整すると、その、ポイントボムが仕掛けられるんですよ。伝わりますかね？片様さん、コンテスト、王城建設中で次回スピードアップ消費還元用に完了させるね。それはきつい。王城建設を、あのー王城建設を還元なしでは通過したくないですね。はい。これね、コンペティションサポートは2週間に1回来ると思いますと。だから、サーバー版 O の対決、コンペティションサポートじゃない、ランクコンテストか。ランクコンテスト、サーバー版 O の対決、ランクコンテスト。これがね、交互に来ますと。はい。それはサーバー戦争と、被ってるからね。サーバー戦争と、サーバー戦争のタイミングじゃない時にランクコンテストが来る。で、サーバー戦争のタイミングじゃないっていうのは、必ず、この、途中にね、大型
還元イベントが、終わる、大型イベントが終わるタイミングと始まるタイミングになるので、はい。このね、残念ながら、この訓練とかのタイミング、資源の消費還元がせっかく来てるのに、資源の消費還元とは絶対被らないんですよ。あと、建設とかもやれそうなのに、スピードアップと絶対被らないんですよ。はい、そんなね、悲しい、システムになっているんですけれども、少なくとも、2週間後、またランクコンテストが火曜日に建設完了が都市開発が来るっていう予測ができるのであれば、そう、火曜日に建設が完了するようにスピードアップをうまく調整しておくと幸せになれるかなと思います。はい。建設戦力が1点アップするとね、プラス12点ということでかなり割合が高いので、はい。で、リワードがないタイミングでもちろんね、スピードアップが余ってる方は使えばいいかなと思うんですけども、リワードがね、私みたいにリワードっていうかスピードアップがカツカツだよっていう人は、はい。私はこの建設完了ボムをね、仕掛けようかなって思っています。はい。ちょうどね、今週の金曜日からスピードアップの還元が来るんですけど、貯蔵庫とか城壁とか完成させたやつ溜まってるんで、2週間後の火曜日に完了するように、この辺全部調整していこうかなっていうふうに思っています。はい。来週もね、サーバー版王の対決があるので、全部をそう調整するかはまたちょっと話が別なんなっていう感じではあるんですが、はい。そんなところで、そう、このランクコンテストで最もね、私が一番重要だなと思ったのはこのコンペティションサポートですね。はい。ということで、予想通りね、火曜日建設研究が来ましたと。で、明日は、多分訓練と戦力アップ。両方来るんじゃないかな、これね。なんか、絵的にわからないですけど、昨日の将軍育成もいろんなパターンがあったので、昨日の将軍育成は、アレースの地の消費。これね、アレースの地の消費でポイント、将軍エキスポのアイテムを使うとポイント、あとは、将軍の引き換え書。レジェンド引き換え書なんてね、貯めてる人なんているんですかね。私、すぐ開けては、ゴールドとかルーに変えてたけど、はい。レジェンド将軍のね、引き換え書を開いてポイント、エピック歴史の名称引き換え書を開いてポイントみたいな感じでね、なってましたね。はい。で、私は、一応将軍エキスポを使ったり、将軍をね、エピック歴史の名称を余らせてあったので、引いたりっていうので、ちょっとポイント稼ぎましたけど、もう5以上がガチ勢だわと思って、早々に早々ってほどでもないけど、そう。途中で撤退してね、やめて、7位だった気がします。保存済み。これだ。全然7位じゃないじゃん。危な。途中まで7位やったのに最後落ちてんじゃん。11位ですね。危な、危な。これ、13位になってたら、へこんでたわ。はい。釣りベッド13位でしたね。釣りイベントは13位でした。危なかったです。ランクコンテスト、私昨日11位でした。はい。やっぱ最後のね、5分でめっちゃ追い上げたんでしょうね。はい。危なかった、危なかった。6位で入ろうが、12位で入ろうが一緒なんで。カチカチ。笹田門さん、テストと実装は違うかも。あれそうなんですか？とりあえずね、再来週は、火曜日に仕掛けるといいよって言いましたけれども、ぶっちゃけ多分この金曜日までにね、建設が完了するような状態にしておけば、スピードアップもね、がっつり使わないでちょっと使うぐらいだったらポイントも入るしね、悪くないので、はい。っていう話をきっと来週またします。で、来週またするとか言いつつさ、この画面ないと辛いね。なんかどっかでスクショ撮っとくか。まあいいや。はい。このね、コンペティションサポートの画像を私多分、なんか撮ったんで大丈夫だ。はい。ということで、重要なのが、もう先に分かってるって素晴らしいですよね。建設があって、建設とね、訓練がくっついてるの良くないですよね。間にタイルとか入ってほしいですけど。はい。これね、タイルが来るタイミング分かってると、これ、資源採集ガチ勢
は、これジェム採集ですよね。ジェム採集を、1日ぐらい前から仕掛けておいて、この日にジェム採集完了するように仕掛けると、ジェム採集ってポイントめちゃくちゃでかいんで、はい。リセットした瞬間にジェムで一気にポイント稼いで、かつ、タイル分回すと多分1位になれるんじゃないかな。とかね。いろいろ、これプランが立てやすいので、この順番になってるのいいですよね。資源の消費のさ、プランも立てられるし、うわ、木曜日か。これもユミルとパーンでめっちゃ大変な日モンスターにしてくるとかね。この辺が分かっておもろいですね。はい。ということで、このね、コンピティションサポート、この順番が、今後もずっと固定になるのか、そこがね、非常に重要で、一応、毎回一緒という情報もあるので、これをね、期待しておこうかなと思います。はい。まあ、変わったら変わったでもね、このコンペティションサポートのページを見ると、ちゃんと今週どの順番で来るっていうのがわかるので、非常に計画が立てやすくて、いや、素晴らしいですね。もう王の対決、特にそのサーバー戦争じゃない時の王の対決って、来ないイベントがあるじゃないですか。もう討伐とか来ないのは別にどうでもいいんですけど、訓練だとか、戦力アップとかね、来ないのすごく残念な気持ちになってたので、確実に、来ることが分かってるのいいですね。はい、ちなみに、これ、キルイベントが、もう、ランキング、めちゃくちゃ重要になってくるじゃないですか。これさ、キルイベント、まあ、あるサーバーはより激しく、ないサーバーは、どうなんでしょうね。サバー化とか利用して稼いで、少なくとも1ポイントでも稼がないと、損しちゃうじゃないですか。はい。これ、結構ね、えぐいですよね。はい。なので、この6日目、7日目、どうポイントを稼ぐかっていうところはすごく重要だと思います。同じサーバー内でね、オルトがある人とかはもう楽だと思います。なんか、どっかに、ね、野良で占領させといて、そこに兵一とかで占領させといて、そいつを倒せばいいだけなんで、楽だと思うんですけども。はい。これ、私みたいにオルトない人は、なんか他の同盟なりと調整しないと、もうポイント稼ぎようがなくて、はい。この6日目と7日目どうしようかなっていう感じがしています。はい。6日目、7日目ポイント跳ねるところ、跳ねるサーバー大変なんだなって思うことになるんだろうな。はい。ということで、6日目、7日目の、ね、ランキングが特に気になりますし、どう攻略するかっていうのは、事前に準備しておいて、まあ、仲いいね、他の同盟の人たちと協力するなのか、オルトを持ってる人に協力してもらうなのか、ちょっとね、工夫が必要なので、このね、6日目、7日目、非常に、なんていうか、工夫が必要なので、皆さんお気をつけください。片様さん、昨日のコンテストは将軍エキスポチケットが大量にあったので一気に使ったらぶっちぎりでした。なるほど。私もね、将軍エキスポ余ってるんですけど、まあ、これ今後来るんだったら、こんなに激しい相手の時に使うの嫌だなと思ってそう、抜けそうなね、抜けそうなグループだったら、それがね、ありだと思います。私もそう、貯めてるんで、頑張れなくはなかったんですけど、なんか、ガチ勢3人いて、なんかめっちゃ競ってポイント上がってて、いや、ちょっと、これ乗ってくのきついなと思って。いや、ガチ勢3人どころか5位まで高かったんだよな。そう。次回はね、だからもうそのために、そう、1ヶ月後、またランクコンテストが来るんですけど、将軍が来るってもう分かったらもう絶対もうアレスのうちはもう11日目までもう使わないぜっていうのはね、決められるんで、もう非常に助かりますね。はい。アレスのうちはちゃんとね、消費するんで。もっこさん、BOG と戦力アップ被る？そうですね、被りますね。これ水曜日のリセット後が、戦力アップ。これ訓練だけの可能性も一応あり得るんですけど、一応クエストの雰囲気的には、その、ただ兵を作るとか、弓兵を作るとか分け方しないと思うんですよね。訓練と戦力アップもしくは回復するだとか、そういう分け方はあると思うんで、はい、多分ね、
その戦力アップで被ってくるんじゃないかなと推測をしています。まあ、これはちょっとね、過去にこれをね、やったことがある方がね、わかれば、これ訓練と戦力アップっていう予想してますけど、これ合ってるかどうかちょっと気になってますね。まあ、ただ、少なくともその BOG 中になるので、マイナスカウントするかですよね。王の対決の戦力アップって、その戦力失うとマイナスになるじゃないですか。はい。で、なんか、雰囲気的にはね、マイナスないんですよ。このプラスしかないんで、ワンチャンね、BOG で燃やされて回復するとめっちゃポイント増えるみたいな、ね、こと起こるんじゃないかなってちょっと気になってるんですけど、はい、まあ、まるまるね、BOG のタイミングとこれ被ってるので、まあ、そこがね、どうなのかっていうところですね。マッコスさん、訓練は剣のマークかな。いや、そうなんですよね。訓練のマークではないんですよね。これ戦力アップっぽいですよね。いや、でもね、訓練も入ってくると思うんだよな。おまとめしてると思うんだよな。将軍育成を削った代わりに。だって王の対決の訓練戦力って2日分あったじゃないですか。これをね、1個にギュッとしたんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。まあ、はい、これもね、明日のお楽しみですということでね、こういうね、新しいイベントが来るとね、あの、なんていうか、予想とかもできてね、楽しいですよね。はい、ということで、とりあえず、将軍育成、建設、訓練もしくは戦力アップと思われる、まあ、これはもう明らかにモンスター討伐、資源採集、キルベントという感じの、順番になっていますので、ただ、このね、ライバルはもう毎日入れ替わりますと。で、ちゃんとね、このヘルプにも書いてあるんですけど、途中でね、王の、王城のレベルが上がったらね、再割り当てするよってなってるんですよ。このイベント期間中に王城がレベルアップした場合、適切なグループに再割り当てされます。で、これ多分再割り当てされるのは、次の日とかそういうことなのかなって思ってます。はい。ということで、まあ、途中でね、上がって、リワードを上げに行くというね、ことも可能ですけれども、まあ、とりあえずね、毎日戦う相手が違うので、はい。なんでしょう。グループがガチ勢がいたら、頑張らない。これはいけるなと思ったら、頑張るっていうね。まあ、そこをね、ちょっと見極めて、やっていくのがいいかなと思います。特にね、あのー先ほど言った通り、大型消費還元と基本的にあんまり被らないスケジューリングになってしまっています。はい。資源消費とかね、スピードアップとか、使いたい建設とか戦力アップみたいな、こういうタイミングが、大型の消費還元と絶対重ならないんですよ。このままいくと。はい。だから、ちょっとご利用は計画的にっていうところね、お気をつけいただけたらと思います。ヒカさん、戦力アップではなく訓練だった時にます。あ、訓練なんだ。まとめてないのか。まとまってんのかなと思ったけど、訓練、この絵で訓練なのか。そっか、残念だな。いや、そう、その可能性はね、その可能性は、あの、もともと王の対決被ってて、変だなというか、なんか嫌だなって思ったのが、はい、一個になったのはいいことなんですけれども、訓練だとね、資源消費がさ、えぐくなるから、私多分訓練の日頑張らないですね。はい。もう資源の消費還元とか、軍隊の招集にも関わらないでしょ、絶対に。うん、この訓練頑張る未来が見えないですね。12位を目指す戦いになりそうです。まあ、これはね、あのー訓練だけの可能性も正直あるかなと思っていたけど、まあ、ちょっとこれまあ、ちょっと明日の楽しみにしよう。菅さん、コンペティションサポートで課金すると、ポイントボーナスで得点増加するみたいで、あ、そう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 、書いてあります、書いてあります。毎日20%のポイント、ボーナスを獲得できます。そう、だから、もう、まあ普通にお得ですよね。お得なのと、始まってばっかりで、正直、このイベントのことよくわかんないよっていう人も多い
と思うんですよ。うちのね、AC でもみんなすごくコメントしてました。はい。そう。わかんない人手出さないんで、先行者有利なんですよね。なので、ぶっちゃけ今週勝ちやすいと思うので、あのはい、ガチ勢いないなっていう時にはね、普通に、がっつり、稼ぎに行くのがね、1位取った時は美味しすぎるんで、おすすめですね。いや、ランキングリワード美味しいよな、これな、1位な。まず、何よりもやっぱ記念コインがね、もらいやすくなったらね、とても素晴らしいですね。うん。き、その記念コイン、私一発相撲したことないんだよな。で、記念コイン自体もそんなに当たらないから、なかなかね、庭のレベルが上がらないんですけども、こういうとこでね、少しずつね、緩和してくれるとね、助かりますよね。で、別に、これ課金してる人たちも困らないじゃないですか。他の人が近づいてこようが、圧倒的上にいて、単純に新しいのが出た時に記念コインをストックしておける可能性がね、増えるので、で、運営も別に、ガチ勢の人たちがね、コンペティションサポートを買ってね、課金してくれればいいわけですし、はい、これはね、もうなかなか、考えた、いいイベントだなって思っちゃいました。はい。まあ、そのところで、イベントの隙間時間がなくなった。いや、これもう毎日大変だからな、これ。まあまあ、このクエストがね、どんなものか。とりあえずね、私昨日11位でマジでやばかったんですけども、運が良ければこういうね、12位まで0ポイントっていうこともあるでしょうから、はい、とりあえず重要なのは、はい、特にね、日本人のタイムゾーンは比較的有利だと思います。はい。なので、このリセット前に確認する。で、もう5位以上に入れそうだったら頑張る歌詞があります。5位以上にね、入れなそうだったら別に12位までなら、一緒なので、まあ、13位以上にならないように気をつける。ただそれだけでね、まあ、チャリンチャリンで、リワードが手に入るので、非常にいいイベントだと思いますので、ね、ぜひ、あの、このね、準備をうまくやって、特に資源採集なんかは、準備が、資源採集と建設あたりはね、準備がものを言う、はい、仕掛けられる系のね、イベントなので、はい。まあ、あと、キルイベントのやつか。このキルイベントのやつもね、オルトとかある人とかはね、非常に稼ぎやすい可能性があるやつなのでね、はい。うまくこのプランニングしてね、プレイしてもらえるといいのかなと思います。はい。私は、このタイルに合わせて、ジェムやろうかなと思ってます。とか言ってね、これジェムなくなってたら残念だけどね。あるでしょ。ジェム鉱山のポイントあるでしょ、きっと。はい。まあそう、私ね、遺跡に放置してるぜなんで、ジェムに、1鉱群ね、埋めるの全然苦じゃないんで、喜んでジェムに出そうと思っても、これを見たときは思いました。ミラさん、1位 69.5M すごい。自分のところは1位 2.9M です。ヒカさん、テストサーバーの方の情報なので実際は違うかもしれません。いや、もちろんもちろん。はい。明日が楽しみだと思ってます。変わってればいいですね。変わって、そう、あえてテストサーバーをやったっていうのはね、そういう、そのフィードバックというか、見て変えてくる可能性があるはずなので、そう、変わってることをちょっと期待してるんですけどね。はい、ちなみにこの1位 69.5M の方は、ボーナスポイントを使ったかどうかわからないですけど、とりあえず、なんというか、あのめっちゃいい施設上げてますね、きっとね。はい。壁を上げただとか、なんかそういったやつで稼いだんだろうなっていう感じが、この建設の、大型建設の戦力アップじゃないと、このポイントにならないんじゃないかなって思ってます。はい。なのでね、もうこれ、1位とか大きいにならないですよね。でも5以上は全然追える範囲なので、でもね、私建設する気がないんですよ。建設もう予約いっぱいなんで、これね、はい。貯蔵庫、城壁、凱旋門、全部工事中になってて、みんな1000日超えなんですよ。で、この1000日超えを
スピードアップの還元以外のタイミングで消費する気一切ないんで、もう今日絶対建設しないんですよね。はい。研究だけで頑張って5位入れたらラッキーだなーみたいに思ってます。ちなみに研究も、もう私、もう無理なんですよ。戦術研究、もう5000に近いんですよ。もうあと1、2回ね、研究したらもうおしまいで、はい。なので、打ち止めしそうです。はい。なので、今日も5位以内に入れなそうな気がしてます。はい。これね、難しいところですね。もちろん5位以内のリワード美味しいので、狙う価値はあるんですけども、ランクコンテストが今後でずっと来るんだったら、毎回コンスタントにちゃんとポイント稼げる方がいいかなと思っていて、はい。なんかこのために、一種のために輝く必要もないかっていうのでね、はい。さっき今週特に有利だと思いますよって言ってたコメントに反してしまうんですけれども、はい。個人的には、通常プレイを乱してまで頑張る気はないみたいなね、そういう感じです。はい。だから昨日もね、アレースのうちは別に余ってるんですけど、はい。還元がないのにやる必要はねえなっていうのでやんなかったです。はい。ということで、はい。ランクコンテストだけでね、気づいたら1時間喋っていた。はい。ということで、いやー、おもろいイベントが来ましたね。はい。まあ、肝はね、ちゃんと毎日1ポイント以上稼ぎましょうっていうのと、12以上に入ればいいよと。はい。あのー横の人見てね、5以上狙えるんだったら頑張った方が得なので、直前のね、情報はちゃんとチェックしましょうねっていう、はい。リセット更新前の情報がとても大事ですという、イベントになっています。ということで、はい。新しいね、ランクコンテストというイベント、今週ね、全容が明らかになると思うので、各ね、クエストの条件見ておこうかなっていうのと、とてつもなく重要なのが、2週間後、4週間後、この順番とか、急にね、変わったりとかすると影響が大きいので、ここがね、どうなるかっていったところはね、ちょっとウォッチしていきたいなと思っています。はい、ということで、はい、王の対決ね、もう非常にマンデリ化していて、毎回ね、もう決まった人が上位になってたんですけども、いろんなね、人と対戦、対戦感はないですけれどもあのーでも釣りよりはね、マシな、ランキング戦な気がするので、はい、これ楽しみですね。ということで、新しいランクコンテストを楽しんでいけたらなと思います。カムイさん、1位が 2.9 ならワンチャン狙えそうですね。私のとこ1位が87。うわー。いや、そうそう。多分ね、このタイミングで、この、その、金曜日を待たずに完成させたっていうね、人がいるんでしょうね。ちょうど直前が資源還元だったから、建設着工してた人いるはずなんですよね。建設着工してた勢が、はい、先に完成させたんでしょうね。で、そういう人たちにね、戦いに行くの、多分無駄なので、これ1位ね、狙うべきじゃないんですよ。これを1位を狙うために、そういう建設をね、もう速攻仕掛けてきたって人は、追い抜かれたらその人また頑張るんで、そう。いかにね、いかに少ないポイントで、それと長くいて、最後に無事抜くかが重要かなって思ってます。いや、私は多分やらないんですけど。私ね、3時4時会議が一番多いんだよな。明日、明日なんて午後全部会議だから多分無理なんだよな。はい、ということで、はい、そこそこに12以上になるように頑張ろうと思ってますが、皆さんね、ぜひ、これはなんというか立ち回りが重要なイベントだと思いますので、ぜひね、頑張っていただきたいですね。片様さん、コンテストの最後の2日は敵を倒すですよね。戦場状態でないサーバー、どのような敵を倒す手段がありますか？同盟参加してない城しか攻撃できる対象がないです。もしかして最後の2つは戦場状態じゃないサーバー不利だったりか。それで、途中でちょっと喋ったんですけど、あれです。多分、そのコメントいただいたってことは、オルとかお持ちじゃないと思うので、これって、談合取得だと思います。なので、他の同盟の人と協力して、これだけ、このイベントのための攻撃だから、その戦争行為じゃないよ。
お互いポイント取り合いましょうねって言って、このね、例えば、はい、私はね、このサーバーですと、この辺に、この辺かな ?4393 っていうね、この同盟が、日本人の方が多い同盟なんですけども、はい、同盟ね、名前がストロベリーイチゴってなってますが、はい、この同盟の方と、協力して、この辺に部隊を派遣するから、こいつ殺して、で、あっちでも置いてもらって、殺すねって言って、その、兵1とかで、殴り合って、ポイントを稼ぐ。で、1ポイントでも稼げれば、ランク入るので、そういう調整をする必要があると思います。なので、これはね、なんとか他の同盟に、友達を作る。もしくは、オルトを持ってる人に、一時的に、脱退してもらって、その人とやる。よくやってますよね。軍隊の招集とか、王の花道の最終日って、敵兵を倒すっていうのをやっているときに、そう、援軍をね、みんなで入れて、他の人を殴ってもらってっていうのをやってると思うんですけど、それと似たようなことを、小規模でやる必要があるから。まあ、小規模じゃなくてもいいのかもしれないですけれども、残念ながらその王の花道とか、軍隊の招集のその最終日のデストラクティブアタック、DA に、いわゆる DA に、差し掛かるタイミングじゃないので、はい、同盟内でやる、やってくれるならね、一番楽なんですけれども、同盟内でそういう動きがなさそうであれば、他の同盟と、一緒に、まあ、協力しちゃうっていうのが多分一番いいと思います。はい、その意味で私は、名手に、ここと個人的にやり合うけど、戦争じゃないから安心してねっていうのを名手に一回ご連絡しつつ、ここの日本人の方たちと私は達成しようかなって思ってます。ヒカさん、小さなポイントでもいい場合は、死んだ城の続集でまだ市長がついているのがあれば、続集の兵士を倒してもスコアになるはずです。探しておいてブックマークしておくという。そうなんだ。ある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 。ある。なんかこの辺、この辺、この辺。この辺にも。最近ね、青い続集都市もね、2年半も経ったので、あまり始めてて、なんか取られてたわ。でも、なるほど、そうなんだ。モンスター付き続集都市はポイントが入るんですね。ブックマークしとこう。いや、勉強になります。ありがとうございます。それは素晴らしい。最近ね、余ってるんですよ。緑だけじゃなく、青もね、余ってたりするんで。見当たらない、見当たらないけど、見当たらない子は、これ残念。モンスターがいないですね。将軍がいないですね。なるほど。見かけたら、これもう姉の時にヨルムンガンドがいる。共有しとこう。ヨルムンガンドね、まだ無傷で倒せないんでね、ヨルムンガンドを無傷で倒すのがね、今の目標ですね。あれなんか、すぐ近くにね、よく見る緑の、なんちゃらコマンダーみたいな書かれてるね、主張付き属州都市があったと思うんですけど、はい。まあ、まあ、それがね、余ってる余ってないは、ちょっとサーバーの状況にもよるので、もしね、その、余ってる主張付き属州都市がね、あるよっていう方は、ブックマークしとくと良さそうですね。はい。そこで、サクッとクリアできると楽。いや、でも、うちのサーバーの方、と、きっとね、この配信見てる人もいるかなと思うので、はい。私はそっちで解決できそうな気はするから、よろしくお願いします。後でごちゃしてください。もっかさん何度も言いますが、釣りは苦行。まあ、釣りは苦行ですね。釣りは苦行ですね。私もね、頑張れば10位に入れたんですけど、もうあんまりやる気なくて13位に入賞しました。まあ、13位で20位までがね、あれなので、13位だったらもう、最終日別にやんなくても、絶対20位まで、21位以上ならないわと思ってね、今日全然やんなかったですけど、はい。次は苦行でしたね。うちのサーバーの日本人2人がね、10位以内に入っててすげえなって思ってました。
カさん、余ってるやつはなんかないのか？理解。ブックマークしとこう。念のため、ヒカさん、こういうので合ってます？属州都市です。でもこれ市長がついてるか誰かのものだったやつで市長が残ってる。これで市長が残ってたらラッキーってことですね。市長がいるかどうかわからないから殴らんとわからないですね。まあでもこれ、ブックマークしとこう。それは市長がいないからダメ。市長がいるのってわかるの？ ?SVS とかでも使える手です。市長がいるのってわかるんだ。ちょっとなんか、理解できてないというか多分、理屈は今わかりましたけど、やったことがないので、ヒアライピックはさっき共有したやつか。そうなんだ。見つけられるかな。まあ、なんか今度見つけたら。じゃこれも多分、市長がいなそうかな。わかります。あ、そうなんだ。じゃあ、これいないんだ。いなそう。その辺のバブルされてるやつ。あ、確かに確かに。これだ、これが。いるー。あ、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。はい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 。この属州都市の市長が、ここのね、一列がちゃんと出てれば狙い目だけど、こういうやつは市長ついてないからダメだよっていうことか。なるほど。こいつらはないので、ブックマする意味がないと。意識したことなかった。なるほどね。ついてるついてる。はい。ということで、じゃあ、運よくタグなしの、そう、属州都市でも、他の人のものはね、基本的にタグがついてるので、まあ、タグなしなら大体のね、サーバー殴っていいと思うので、タグなしで属州都市で、かつ、この属州都市バフとかの前に、この市長のやつがあると、ポイントになると。で、SVS でもそれは有効ですということで、なるほどね。いやレアだけど、なるべくこんな感じで属州都市を見かけたら、こうやって見るようにしよう。属州の兵士ってせいぜい4万人とかなので大したスコアにならないやつがチリツモです。あ、確かに確かに。まあ SVS とかはね、特にチリツモですし、今回のランクコンテストって多分1ポイントでも、単純に0ポイントはランキングリワードもらえないので、そう、1ポイントでも稼ぐのが重要なんですよね。はい。ということで。あ、月見さん、オルトの読書にいらない秘書をつけておくのもありですか？市長さえ殺せばいいのかな？それならありっぽいですね。まあ、兵のポイント、あれですね、そのポイントがどういう入り方をするかにもよりますよね。このポイント条件、その将軍を捉えるとかね、そういうのがもしついてたりとかしたり、あと兵の、あのー T1 とかってポイントの条件めちゃくちゃきつかったりとかするので、はい、T14 とかだったらね、一匹倒しただけでもそれなりのポイントになるけど、T1 だとなんか10万人倒さなきゃポイントになりませんみたいになっちゃうと困っちゃうんで、このポイント条件にもよりますよね。これまでのキールイベではスコア獲得できたので、今回も多分できると思います。そうですね。多分帰ってこないともう基本的に王の対決、わざわざね、実装を
難しくする必要ないと思うので、はい。ポイントになりそうですね。NPC 属州都市の将軍付きは無効ですかので、それ無効っぽかったですね。そう、NPC の属州都市じゃないですってさっきコメントしてくれたので。ベイヤールさん、参加しとこう。おもろ。意識したことなかったな。でも前ね、一回聞いた気がするからね、私、その時、ちゃんと理解できてなかっただろうな。見るとわかるな。ついてないね。はい、ということで、ちょっと、しばら、あれだよな。そう、金曜日からピラミッドが始まるんですよ。で、ピラミッドが始まったら必然的にね、こうやってマップを見ていくことになると思うので、見かけたらね、どんどんチェックして、ブックマークしていこうかなと思います。はい。他のね、人と、協力したり、自分のオルトで解決できるならね、そっちの方が楽かもしれないですけれども、はい。ブックマークしておくことにね、越したことはないので、自分で解決できるなら自分で解決できた方が楽なんで。あ、なんか NPC がいた。コリンズ。ポイント入れなそうだけど、一応ブックマークしとくか。試そう。市長にレベル10以上のドラゴンをつけて殴れば市長は死なずに済みますよね。あはは、なるほど。そうなんだ。そうか。そうかも。ドラゴン、死ななくなるドラゴンつけて、生贄にすればいいんだ。おもろ。神さん、かなり昔のライブでそのことを話してましたね。そう。なんか、同じく、ヒカさんに教えてもらったな、そういえば、みたいな。でも多分、その時、特殊図書を殴るんだ、しか思ってなかった気がする。今はいろいろね、余ってる属州都市、引退者も増えて、属州都市が余ってるのも増えてきたので、今ならね、探せると思うんですよね。ノイさん、サーバー781プラス765で原種3位ですが、すごい。追われるのしんどいです。追われるのしんどいですよね。原種、原種はしかも維持したいランクだからな。はい、そんなところで、皆さん、金曜日からね、ピラミッド始まるので、ピラミッドと合わせて、この属州都市、チェック、チェック祭りもね、合わせてすると良さそうですね。はい。よし。そんなところで、ランクコンテストの話ね、いっぱいしてきたんですけれども、壁のアイテム時間だった。天井人だ。本当ですよ。超天井人。原種ってすごいよな。うち、原種のポイントが吹っ飛んでて 56M とか、ガーキンいつの間に抜いたんだ？前までエーテルが3位だったのに、ガーキン先週抜いてたのか。ガーキンが3位になってる。55M、56M。私もね、どんどん抜かれちゃって、28M の17位なんですよね。前まではね、16位とかまでいて、何人か抜いてきたんですけど、それ以上に追い上げてくる人が多くて。いやー、で、この、公爵以上にね、37M 必要なんですよね。10位と11位の差がでかい。でもね、10位のレッドもね、もともと私より前だったんですよね。この人はね、中の人が変わって急激に上がりましたね。公爵まではな、行きたかったけど、ちょっとね、オートラリーが始まって、明らかに、その、名声の増え方が変わってきて、そう、ちょっとね、私はもう公爵は目指せなそうな感じがしてますね。ただね、この、名声のランクは維持しておかないと、マージした時にね、40位以下に、41位以上になっちゃうと、残念な結果なので、この人、紫に名前になってるすげえ。
はい、41以上ね、ならないようにね、なんとか、そう、ランキングがね、維持していこうかなって思ってます。島永さん、私のサーバーは原子の境界23なので、まだチャンスはない。原子の境界 23M なんですか？私、そのサーバーなら原種なのに。原種なのにうちのサーバー絶対おかしいと思うんだよな。前から言ってるんですけど、なんかぜ、絶対この名声ポイントぶっ飛んでる気がするんだよな。ほんとやめてほしい。カムイさん、ジャルさんとほぼスコア同じだ。私22。あれ、カムイさんってマージしてましたっけ？ほぼスコア同じで22か。ポイントきついっすね。いやそう、これね、サーバーによって色合いが全然違いますよね。そう、サーバー戦争とかで当たった時に、おかしいな、ここだったら公爵なのにって思うことあるんで、はい、ここはね、本当にサーバーごとに特色が分かれる、はい、感じですかね。はい、ちなみに、はい、うちのサーバーはね、はい、当然、上位の人たちが課金がすごいので、マージされそうな気配ないです。カムイさんしてないんですよ、マジ。うわー、じゃあ、カムイさんのところも相当課金者が多いサーバーじゃないですか、それ。これね、課金者が多いかどうかはね、ここのね、見れない。さっきアイテム取っちゃったから、壁のアイテムでできたところにね、サーバーギフトっていうところのね、レベルが見えるんですけども。そう、そこでね、他のサーバーと、比べてみると、うちのサーバー課金してる人が多いんだなっていうのがね、わかるかなって感じがしますね。片様さん、階級高。階級ね、階級はもう私もゲーム始めた当初からこだわってあげてたんですけどね、なかなか厳しいですね。最初アラビアにしてなかったのが良くなかったんだよな。違う、最初はそもそも名声あんまり、最初ね、してなかったんでね。もう皆さんもね、最初はもう毎日やりましょうね。はい、私は毎日ね、25回やってます。ジェム、ジェム還元中以外は、15をジェムで上げて、残りの10を貢ぎ物で上げて、この25回のね、王の声を毎日発動させてますと。で、王の、長期イベント中のジェムの還元があるときは、毎日で25をね、ジェムで支払ってやってますからね。片様さん、私 25M で8位です。いや、そう、これもね、ほんとね、サーバーによってね、違いが、大きい、特色がある、あれなので、そう、これね、参考になりそうでならないんですけど、唯一言えることは、マージした時のために、常に、なるべくね、その、高い位置を維持する努力は必要な、ランキングになってます。さてさて、まあ、話したいところは話ができたかな。ちなみに、そう、ランキング話で言うと、海の日は、途中もちょっと話しましたが、13位でしたというところでリワードをもらっています。あとなんかあったかな。お知らせか、そう。この辺のね、ところはいつものやつで、ランクコンテストのやつね。はい、ランクコンテスト登場のお知らせというところでね、このお知らせ、まあ、もう先にね、中身見ちゃいましたけれども、いろいろ話した内容がね、書かれていて、はい、記念コインなどの豪華なリワードを獲得するチャンスがあります。記念コインを使用して、文明の旅イベントの控えショップで景観と控えることができます。ということで、まあ、この記念コインのね、ために、やったんだよっていうところがね、珍しく、はい、運営アピールしてますね。いいことだと思います。これ、ブー3.2もつくんだ。ランクコンテストは、もう王の対決に比べて非常に嬉しいんだけどな。はい、そんなところでございますと。はい。で、これね、イベントの話で流れでついでに喋るんですけれども、ヒュプノスの夢って皆さん知ってますかね？ヒュプノスの夢っていうイベントが、いくつかのね、サーバーで来ていて、私のサーバーまだ来たことないんですけども、はい。
私のサーバーって1186サーバーなんですね。あれここ見るよりこっち行った方がいいか。よいしょ。はい、1186。はい、We burn TMI24 バー7。はい。前、24時間7日間、ティミ役ってなっていてね。はい。はい。燃やされたら建設して、燃やされたら建設してっていうね、激しいサーバーなんですけれども、このね、1186のサーバーなんですが、そう、1189番サーバーのマカロンさんにね、教えていただいたんですけども、そう、たったね、3つの隣のサーバーなんですけど、ヒュプノスの夢っていうイベントがね、前回の、長期イベントでは、来てましたというところで、私は、タロットのやつが来ていたんですけども、タロットじゃないやつがね、来てるところがあって、あら、カムイさん。話ぶった切って申し訳ないですが、例のエリーゼ無事覚醒いたしました。引き換え書1枚使った出て、プラス無印のかけら、おめでとうございます。素晴らしい。エメラルドスパチャありがとうございます。いや、そう。まだ2個分足らないって言ってて、2個分はちょっときつそうですね、みたいな話してたんですけど、よかったですね。あれですか、ちょっといいのが出やすくなったプレミアム引換書ですか、もしかして。プレミアムで出たのかな。いやー、おめでとうございます。そう。カーミさんがね、エリーゼが変わっちゃって、育ててる途中だったのにっていう話で、やっとこそあと2個まで来たっていうので、でも2個もなかなかきついですよね、みたいな話を、そう、なんだっけ、たい焼きとか、金魚みたいなやつからもね、低確率で出るんですけども、やっぱ厳しかったですよね。あ、よかったですね。いい将軍が出るようになった恩恵を受けたということで。いやー、おめでとう。覚醒するとしないよね。大違いですからね。いや、おめでとうございます。もう覚醒をしてたら、戦勝記念塔 8M のね、一人としてね、使えるので、いや、素晴らしい。おめでとうございます。そして、おめでとうございますにもかかわらず、ナイスパありがとうございます。皆さんもナイスパコメントありがとうございます。めでたい。なんだっけ。あ、そう、ヒプノスの夢。そう、ヒプノスの夢っていうのがね、来たところがあるし、で、そのサーバーね、その3つ隣のサーバーで、レンジャー騎士団っていうね、イベントが来てたそうです。これね、皆さん、来てたサーバーありますかね。レンジャー騎士団っていう、なんか、壊れた橋をね、修復するとか、近隣の村をパトロールする、行方不明者を捜索るみたいな、なんかちょっとね、面白そうなんですけど、はい、このレンジャー騎士団っていうイベントで、なんと、この前新しく増えた、これ、再感謝の泉。このコインが手に入ったみたいなんですよ。先週の配信で、この祭祀コインをゲットする方法がログインリワードだけ。で、サーバーによっては、あの課金可能だった。うちのサーバーね、課金不可能だったんですけど、それどころか、レンジャー騎士団っていうイベントがあるところでは、そのイベントでもこのコインがもらえたみたいなんですよ。はい、ということで、これはね、早く来てほしいですね。はい、ヒュプノスの夢がテストサーバーだけなのか、まあ、特定のね、サーバーでヒュプノスの夢っていうイベントがね、来てるっていうのは知ってたんですけども、さらにレンジャー騎士団っていう特定のサーバーだけで来てるイベントがね、来てるということがね、はい、来たということが、そう、分かってしまって、もうね、運営、ちょっと、うちのサーバーもテストサーバーに選んでくれないかな。全く。これさ、課金が少ないサーバーとかだったりするのかな。例えばうちのサーバーとかって新しいイベント来たらもうすぐ課金するんですよ。いつもの課金税が多分すぐ課金して上位を狙おうとするんですよ。でもさ、テストサーバーとかでやっちゃうと、なんか変わった時に叩かれるから、
課金が少ないサーバーとかでトライして、その後展開するとかそういうのないかな。どうなんだろう。はい、ということで、このレンジャー騎士団というイベントの、おかげで、毎日34枚コインがもらえて、えっと、ゼウスのね、威厳の装備がレベル6まで上がったっていう画像を見せていただいたので、いや、あのー環境によってこんなに違うのえぐくないみたいな。カメさんしれっと共有しました。あ、もしかしてこの光ってるやつはあ、エリーゼ覚醒。ありがとうございます。いやー、おめでとうございます。あ、文明装備も2つ。え、文明装備、風林火山のこと星5じゃないですか。すげえ。めっちゃ強いんだけど。8.8 円もある。やば。ここまで上げると装備って、戦力1円まで上がるんだ。すげえ。この装備だけでドラゴンなんだけど。えぐい。いやいや、おめでとうございます。いや、しっかり覚醒して。スターのね、10個目、攻撃する際に、歩兵と騎兵の HP がさらに10%アップし、歩兵のボルが10%アップし、ドラゴンを据えてる場合、歩兵のボルがさらに20%アップしますということで、強い。いやー、いいですね。いやー、おめでとうございます。こうね、まさか、エレクトラと対になってるね、このエリーゼがね、リワードから出てこなくなるっていうね、まさかの時代ですけれども、でしたけれども。いや、完成おめでとうございます。あ、しかも、将軍のレベル42でなんかデジャブを感じるな。私も42なんだよな。デジャブ騎士官か。全然精錬できてないけれど。いえいえいえ、ありがとうございます。そう、気にされるかなと思ってあんまり映しませんでした。まあ画面止められたらあれなんですけどね。はい、そんなところで。で、そうだそう、レンジャー騎士団、ヒュプノスの夢とレンジャー騎士団っていうイベントが来てたサーバーは、さらにですね、なんかワールドボスが毎週火曜日から日曜日まで開催します。毎日異なるワールドボスが出るよみたいなね、イベントがね、来てたそうですと。これさ、覚えてる方いますかね？昔キングコングで、毎日キングコング来ましたよね。で、有効なね、やつが違う。なんか、なんだっけな、フンヌのキングコングとかなんかいろんなね、名前があった気がするんですけど、キングコングも毎日違うキングコングが来るイベントがあったんですけど、なんかそれの同型再販のような、ワールドボスのイベントがね、やっていたようで、はい。毎週火曜日から日曜日までのワールドボスって、ちょっとおもろいですよね。一応その累計リワードとかで、まあいろんなね、まあなんかめっちゃいいアイテムがもらえたわけでもなさそうですけれども、ただそのターゲットリワードとかいうやつで、エピック歴史の名称の引き換え書をもらえていたみたいなので、はい、ちょっとね、なんというか、サーバーによって違い出しすぎなの、ちょっといい加減やめてほしいな、エボニーさんみたいな。羨ましいし。はい、ということで、はい。もしね、まあ、アーカイブ勢の方もね、もしそのヒプノスの夢はね、結構報告があるんでいいんですけど、ゼンジャー騎士団とか、火曜日から日曜日までのワールドボスみたいな、その特殊なイベントがね、来るようになってたね、サーバーがね、あった方をね、教えていただけると、はい、チャットだけじゃなく、アーカイブのね、コメントとかにもね、教えてもらえるとありがたいです。ミロさん、ヘプノス2月の頭にあったのを最後に来なくなってしまいました。あ、そうなんだ。来なくなっちゃったパターンもあるんですね。あ、ヒカさん、ザマの戦いっていう30分のバトルがあるサーバーもあるって聞きました。あ、ザマの戦い。そう、私、コンスタが、コンスタじゃねえや、シャロンか。シャロンが、前のナポレオンイベントの時みたいに、名前が変わるかなと思ったんですけど、ザマの戦い来てるんですね。来たサーバーがあるんだ。そう、実績にザマの戦いって一瞬チラ見された時があって、ザマの戦いっていつ来るんだろうなと思って、ついぞ来なかったんですよ。もう来なくなっちゃったのかなと思ってたんですけど、
あ、ザマの戦いがあるんですね。でももう多分、戦争系には来てないよな。そうだな。多分実績に一回ね、ザマの戦いって一瞬増えてたことがあったんですよ。消えちゃったんですけど。はい。じゃあ来るかもしれないんだ。いや、30分いいな。30分のバトル。そう、こう、昔の、私以前紹介したことがあるんですけど、私前のソシャゲで、ロード・オブ・ナイツっていうゲームをやっていて、これがね、もうほぼ、もうエボニーと一緒。日本だけのエボニー。まあ、日本だけなんでね、当然かそって、サービス終了しちゃったんですけど、はい。その、日本版エボニーに近いロード・オブ・ナイツというゲームの時には、そう、戦場と同じシステムがあったんですけど、さすがに50分だったんですよ。もうね、2時間いかれてるなって私は思ってるんですけど、50分だったんです。で、50分の、その時は聖戦って名前だったんですけど、50分の聖戦が長いよっていう運営にクレームがいっぱい行った結果、精鋭聖戦と呼ばれる、同盟対同盟じゃなくて、ランダムにマッチングする、もしくはチームを登録して参加する30分間の5人対5人のミニ戦場、精鋭聖戦っていうのが出来上がったんですよね。それがめちゃくちゃ楽しくて、まあ、5人のね、マッチングなので、まあ、1人サボった人とかいると、めっちゃきついんですけど、でもチームを組んだりとかして、この人はここを攻撃してとか、エボニーだったらね、ラリーとかもしやすいので、いつもディスコードとかでね、一緒にやれる人たち5人でチーム組んで、時間決めて、やろうぜ、みたいな。で、30分。そう、30分の戦場ね、絶対楽しいと思うんですよ。今、ディスコードとかも発達してるので。はい。当時はね、スカイプで5人集まってチーム組んでる、メンバーが最強でした。はい。やっぱね、通話してね、プレイできるの最強なんで。はい。無料スキルですからね、喋ってやれるのはね。はい。ということで、30分のバトルがあるのはいいな、夢がある話だな。素晴らしいな。でも30分大人数きついので、少人数だといいな。ちょっとそれ、ヒカさん、情報ありがとうございます。それ素晴らしい情報ですね。いろいろやってんだな。いろいろやってんのはいいんだけどもうちょいテストサーバー広げてくれてもいいのに。下流さん、ついでに新しい翼が追加されたりするんですかね。いや、絶対そうでしょうね。もうやっぱり、なんでしょう。このね、上位の人たちはもうこの辺も持ってるんで、やっぱ、もっと上もね、目指してもらわないといけないですからね。はい。やっぱ、競い合うのが一番お金かけるんで。はい。ね、ランクコンテストもそういう意味ではね、新しい競い方のやつでね、非常にいいと思いますし、そう、ザマの戦いっていうので、新しい羽とか増えたりとかすんのかな、どうなんだろうな。いやー、ちょっとザマの戦い、めっちゃ、めっちゃ来てほしいな。いや、なくなっちゃったのかなと思って、心配してたんですけど、一回実績に追加されたことはウォッチしてたので、心配してたんですけども、ちゃんと来そうでよかったです。はい。まあ、そんなところで、まあ、イベント関連の話でした。で、今日ハンターボックス開けようと思ってるんですけど、まあ、最後に開けて終わろうかなというところで、イベント関連のところをせっかくなんでね、そのまま話をしていこうかなと思います。えっと、美食カーニバルですね。はい、お疲れ様でしたということで、皆さんね、テーブル開いてるんじゃないでしょうか。テーブルね、取り漏れがないように気をつけましょうっていうところと、あと交換ね。はい、交換、この美食ポイントなくなっちゃうやつなんで、忘れずにね、交換しましょうねというところですね。はい。まあ、栄光の瞬間みんなね、リワードもらってるでしょう。はい。で、宝探しの旅はね、今回も来ていますということで、私ね、ついにレベル10の盗賊も、倒せる、無傷で倒せるようになったんで、はい。
宝探しのタイムもね、楽になってやったぜっていう感じですかね。はい。いつも通りね、この宝のこの地図がね、なかなか出てこないんですけれども、はい。全部集めて、世界の端行って、全部盗賊出して、招き猫で一気に狩る。はい。これをするだけで、基本的には10位以内に、私のサーバーだと10位以内に結構安定して入れるのでおすすめです。はい。いかにね、高レベルの、モンスターが出てくるか、レベル10のモンスターがどれだけ出てくるかの運ゲーではあるんですけども、はい、これ、なんていうか、結構ね、真面目にやらない人が、多いイベント。はい。めんどくさいですからね。めんどくさいイベントなんですけども、穴場なので、私はね、毎回、きっちり、やってますというところで、はい。皆さんもね、ぜひ、招き猫作戦使ってみていただけるといいと思います。神さん、JAL さんとこをテストサーバーにするよう運営に進言します。いや、むしろ JAL さんをテストプレイヤーにテストプレイヤーいや、テストプレイヤーだったらめちゃくちゃやりますよ。私、技術系の仕事をしてますから、めっちゃ細かくエラールート調べ始めますよだからめんどくさくて、お声掛けしてもらえない気がします。はい。で、ブレイブハートですね。これね、明日、まあ、訓練だけだったら意味ないですけど、明日もし戦力アップだとしたら、まだね、SVS の、兵を生き返らせてないよっていう方はね、ブレイブハート、ギリギリ間に合うと思いますので、お気をつけください。っていうところかな。で、同盟ボスですね。今回も同盟ボスが来ていますということで、まだね、私殴ってないんですけれども、後で殴らなければ。はい。同盟ボスはね、もう引き換えたばっかりなんでね、450と非常に遠いんですけども、ランキングがね、なんとか50以内になれたらなーって思っているので、はい、今ね、騎兵、モンスターバフ、私低めなので、なるべくね、モンスターバフ上げられるように頑張ろうかなと思っているので、このランキングがね、いつも、だいたいね、80位前後なんですけども、なんとか50位を超えられるようにね、上げていきたいと思っている今日この頃です。はい。今、次のタイミングで上げようと思っているのは、このモンハンにもね、役立ち、PVP にも役立つ、豊臣秀吉さん。はい。彼をね、次の消費還元では育成しようと思ってます。はい。豊臣秀吉さんの素晴らしいところは、ここですね。3つ目の特性。担当官を務めるときに、部隊定員プラス1%、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 プラス2%ということで、3つ目の特性を全部上げると、プラス、6%。で、4つ目。まあ、4つ目にね、するのクソ大変ですけれども、まあ、4つ目もね、1%、1%、2%、2%。2%、2%の4%の10%上がる。ので、豊臣秀吉さんを、特性をね、4までマックスにできると、部隊定員がね、全部16%上がるんですよ。めちゃくちゃでかいですよね。はい。ということで、やっとね、落ち着いたんです。私、この前ね、カエサル。あれ、配信で喋ったかな。カエサルのね、特性を全部、金色にしたので、はい、次何しようかなって思っていたんですけども、君に決めたぜ、豊臣秀吉ということで、豊臣秀吉をね、今度上げていこうかなって思ってます。あ、片様さん、そういえば釣りなんとか3位になれました。上位4名が 1.1M 以内でリセットまで激戦でしたが、深海の宮殿って建設スピード40%なんですね。ここぞった時に取っておきます。あ、おめでとうございます。え、そうなんだ。建設スピード40%アップいいですね。それ大丈夫ですかあれ、30日間のやつじゃないかな。建設スピード40%アップめちゃくちゃでか。いやー、おめでとうございます。風間さんね、先週の配信で、釣りのね、宝箱を取っておいて、一気にぶっ破して3位以内目指してるっていう風におっしゃってましたけれども、すごい。いや、おめでとうございます。これね、この宝箱ね、私もまた取ってあるんですけど、海釣りの宝箱ノーマル。そう、これをね、あのー貯めて一気に解放すると、たくさんね、この餌が出る可能性があるので、まあ、ポイントランキング上位に行く可能性がね、高くなるということで、
はい。これをね、貯めて頑張ってるというのを伺っていましたけれども、3位フィニッシュおめでとうございます。素晴らしい。まあね、イベント系ね、最後誰が、順位上だったかっていうのがね、わかんないのちょっと寂しいですよね。なんかせっかく争ったのに、その栄光を確認できないんだっていう、その商品の発送を持ってお知らせします形式ね。せっかくのランキング系のイベントなのにもったいないですよね。これ不思議なんだよな。残るものあれば残らないものが多すぎて。なんでなんだろう。まあいいか。いや、おめでとうございます。イベント関連で言うと、ガウガメラ、コンスター、シャロンがね、今週で、ラウンド4ですね、ということで、来週からシャロンの、準決勝、準決勝というか、昇格戦、準決勝、決勝みたいな感じでね、シャロンの、決勝シーズンに入るので、来週、再来週はガーガメラとコンスタがね、ないと思います。はい。ということで、はい、久しぶりの、戦場休み期間に入るかなって思っています、私は。はい、シャロンメジャーじゃないんでね。シャロンが、メジャーチーム、メジャーリーグのね、メンバーはね、ぜひ、引き続き頑張ってくださいということで、うちの同盟は一応ね、3勝していて、15ポイントあるので、まあ、エリートの中でも、順位的にはね、悪くないんじゃないかなっていうところですかね。はい。でも44やね、ポイントがね、あんま稼げてないので、はい、なかなかね、勝ったのはいいんだけど、他のサーバーの人全然来ないからポイント稼げないみたいなのがね、あったんで、15ポイントだけでもめっちゃいるな。81位まであるな。まあ、次1位になってね、はい。50位以上でフィニッシュできたらラッキーな感じがするのかな。リワード詳細、総合ランキング、エリートランキング。えーっと、なんか18位とかで区切られてんだ。25位、34位。34位以上行くといいですね。今44位なんで。はい。今週ね、今週で、シャロン、エリートリーグ、ジュニアリーグはね、終了になりますので、最終戦頑張っていきましょう。吉谷さん、集結生の担当官は、庭長秀、特製野菜でマックスにしました。おめでとうございます。知らないおじさんだ。集結生で担当官を務めている場合、舞台定員の上限が10%アップし、すべてのパラメータ6%強い。お強い。お強くて、こいつ、覚醒しても舞台定員の上限上がるの強。これ、あれでしょう。こいつ、あれ担当官でしょ。景気重担当官でしょ。部隊定員6%だけじゃなく、攻撃時の騎兵と歩兵のグルがプラス6%。部隊定員15%もすごい。10%じゃない。15%だ、これ。しかも、攻撃時の騎兵と、攻撃時の騎兵と歩兵の攻撃と HP アップ。強っ。これは強い。吉谷さんの圧倒的課金力が感じられる激強。いや、おめでとうございます。素晴らしい。いや、そう、やっぱね、こういうとこね、こだわらないといけないですよね。私もそう、そろそろ。そう、いや、本当はシージの将軍を上げたい、シージが課題なので、シージを上げたいなとも思っていたんですけども、制約がマックスにならない軍差を、ちょっと特性上げるの。ここはね、1個目は余りがちなので、1個目一応上げたんですけど、これ3つ目手出すのどうしようかなってなって。はい。一応ね、クリスティーナも弾けたんですよ。でも彼女、このグスタフはね、持ってるけど、こいつ持ってないんで、フリック。マックスないんですよね、制約。まあ、そもそもね、4つしか解放できないんですけど、今。4つしか解放できないから開けてもいないんですけど、っていうのを考えると、なんか、新しい、どんどん将軍って強くなるんで、新しいシージの将軍引くまで待つかっていう風になってて。もう結局ね、何ヶ月か待つと上位出てくるんで。はい。通常の将軍ね。はい。この4兵士の将軍って上位出てくるんで。
はい。こいつらね、もう待ちでいいかなと思って、だったら担当官を上げようかなと思ったんですけど、はい。そう、担当官はね、なかなか出ないんで、なかなか出ないって言いながらの、丹羽長秀さん、さすがです。すごすぎます。上げる価値ある。はい。そう、担当官はね、なかなかその上位種、まあ、最近になって第1世代、第2世代、第3世代ってなってきたかなと思うんですけども、はい。担当官はね、そう、上げても、型落ちしづらい。型落ちするまでにだいぶ時間かかるので、いいですね。野口さん、豊臣秀吉は特性4もマックスにしました。ああ、おめでとうございます。やっぱね、ガチ勢の方はね、その辺上げてきますよね。ボーイスさん、コンジャルはシャロンですが、戦力バランスが全然合ってなくて3回とも4位でした。きつい。同盟戦力10便未満なのに、相手にことごとく40位とか60位とかなんで、立ち打ちできません。マッチングひどいですよね。いや時間帯の問題なんですかね。どうなんですかね。なんか、もう少しやりようあるんじゃないかなって思うんですけど、そう、マッチングがね、ひどい話をやっぱよく聞くので、その、すべてがね、均等になるっていうのは、まあ、さすがに無理だろうけれども、ちょっとね、シャロンのマッチングはね、シャロンというかもう戦場のマッチングはちょっとえぐいですよね。それだけでゲーム壊れちゃうし。島永さん、フリックは頑張れば美食8000でいけますよ。いけないよ。いけないよ。美食カーニバルのランキング。いや、してるんですよ。8000。オートラリーを使ってない、シェッケルさんね、多分オートラリー使ってないんですよ。はい。この人ね、モンハンランキングで毎回1位になるね、めちゃくちゃすごい人で、モンハンの日、2時間だけ寝ましたとか言ってずっとモンスター飼ってる、ね、モサの方なんですけど、そう、8000ポイント貯めれば、8000ポイント貯めれば交換できるんですけど、相当張り付かなきゃいけないじゃないですか。私、オートラリーないしな。そう、オートラリー勢がね、軒並み8000超えてんだね。そう知ってるんですよ。あ、モンマークさんもめっちゃモンハン勢だわ。これなぁ。でもね、そう、なんとかね、ゲットできるから、そう、その意味では、そう、このグンサーの制約のお供のメリッサ、メリスタリーには、あの、レア宝箱当てなきゃいけないからもう無理なんですよ。基本的に多分こいつ無理で。でね、グンサーはもう絶対ね、途中で捨てるんですよ。でも、クリスティーナのフリックは確かに、そう、もう、このイベント期間はもうガチるぜみたいな、ゴールデンウィーク。ゴールデンウィークに来てくれたら、8000超えるまでモンハンできそうな気がする。ちょっとね、日中勘弁してほしい。平日勘弁してほしい。ちょっと8000までモンスター狩るのはちょっと辛い。けれども、そう、ここね、そう、ワンチャンスあるなと思ってるので、どっかでね、狙いたいですね。そう、ここでね、配ってくれるのはいいっすよね。いいことですよね、フリックさん。で、フリックさんさ、移動速度上がりますよね。なんかね、もう単純に欲しいんですよね。行軍速度上がる将軍、大好きです。テオドラと、ナールも持ってるんですよ。これも引き換え書になってるだけなんで。そう。彼女がいいっていうのは、そう、分かってるんです。ここでね、チャンスがあるうちにね、交換したいよな。8000か。ゴールデンウィークに来てほしい。マジで。ゴールデンウィークに差し掛かるタイミングだったらガチれる。ちょっと、私ね、3500が限界だったんですよね、今回ね。ポイント。ポイント、そうか。自分のやつ、見れるか。3700ですね。3700だから、そう、2分の1にも足してないんですよね。ちょっとね、努力が足らないですね。努力が足らないのはそう当然なんだよな。毎日だって一部隊遺跡とかに潜ってるんだもん。はい。ということで、ちょっと、どっかのタイミングでね、狙いたい。でその意味で、そう、クリスティーナにはね、可能性を感じてるんで、彼女は、制約、まだ開けてないけれども、捨てずにずっと持ってこうと思います。それどころか、強化もし始めてます。
彼女ゆくゆく使いそうな。美しいしね。いいことです。吉田さん、次は防衛官の竹中を覚醒させた。お高い。いや、でも竹中も最近あれ、カーニバル系のやつで交換できますからね。で、竹中は、工場兵器の防御の、最強クラスのやつなんで、次元が違う。すごすぎる。ポーエシさん、同時間帯の同盟が少ないのか、3回とも同じ同盟に当たってます。ちなみにエリートリーグで時間帯1です。時間帯1はレアですね。あんまり聞かないかも。そうなんだ。いや、そう、同じとこしか当たらないから時間帯変えるっていうのもね、よく聞いたりとかするので、試す価値あるかもしれないですね。知んないけど、スタミナが跳ね上がってるから奪われたんだ。さっき、ヨルムンガンドがなんか出した気がする。花様さん、私も次回シャルで負け戦をしなければなりません。罠がゴリゴリ減っちゃう。これも少数同盟の宿命。いやっていうことはメジャーなんですかね。もう分かってるっていうことは。まあ、メジャーはね、そもそも、そもそも辛いですからね。はい。もう少しな。もう少し、な、どういう分け方をすればいいんだろうな。公平にはいかないよな。うん。これね、闇が深い問題だと思います。まあ、そういうこともあるので、なんていうか、2時間かけて、クソゲー強いられんの、辛いじゃないですか。その2時間張り付きが辛いし。だからね、30分の戦場できてほしいんですよね。なんか似たようなコメントをね、この前 DSN チャンネルさんのところでもチャットにコメントした気がするんですけど、やっぱね、戦場は30分ぐらいが妥当だと思う。はい。もうね、2時間狂気の沙汰じゃないんではい、もうちなみにそうだ、思い出した。そう、戦場の話で、ね、言おうと思ったことあったんだ。前回ね、BOG 参加しないと思いますとか言いつつ、参加しまして。参加しまして。でも、ないや。ないか。あら。あった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 。これ。はい。先週のね、木曜日、私、立候補してなかったんですけど、多分人が足らなくてですかね、メンバーになんか入れてくれてたみたいで、後半ね、ちょっとだけ参加しましたというところで、負け戦だったんですけれども、はい、防衛でね、ポイントを稼ぐことができまして、2700ポイントありましたということで、記念コインをね、ゲットできましたね。はい、嬉しいです。BOG は、これから毎回参加を表明しようと思います。はい、7時、1時間遅れての参加でよければ、お願いしますって言って、参加しようかなと思います。はい。ちょっとね、朝6時きついんですけど、朝7時なら頑張れる。はい。ということでね、そう、記念コインもらえるのめっちゃ嬉しいんで、はい。ランクコンテストもそうですけどね、記念コインの要望、よっぽど多かったんですでしょうね。てか、記念コインちょっと集めたところで、バフマックスにならないんで、はい。配ってください。きっと集まり作りたい人もいると思います。マッカーさん、必死で集めて 6.7K でした。ええー、そうなんだ。いや、きついですよね。カムイさん、誤差の範囲ならまだわかりますけど、戦力差9倍違うマッチングって何なんなんか戦力に差がありすぎるときには、何か、下駄を履かせてほしいですよね。バフが追加でかかるとか、ポイントが、ボーナスで何倍なるとか、あの始まった瞬間になれるマッチング、良くないと思います。ノーミさん、美食カーニバルでフリック毎回ゲットするようにしてます。覚醒するためです。おー。いや、そう、覚醒を、なんか、私、
画面が壊れてることに今気づいた。はい。そう、フリックをコンスタントに集められるので、そう、フリックを覚醒させるぜっていう方はね、めっちゃ狙い時ですよね。そう、無課金でも、無課金もしくは微課金でも覚醒しやすい将軍ってめちゃくちゃ貴重なので、そう、その意味ではね、そう、フリックと、あと持ってんのに、名前が出てこないよ。かっこいいやつ。マーリンだ、マーリン。そう。見た目かっこいいのに名前かわいいっていうね。そう。マーリンとかね、こういう、そう、配ってくれるの優しいんで、なるほどね。覚醒を狙ってるのなら毎回気合で8000狙うっていうのはわかります。1体でいいんだから怠けてないで頑張ろうかな。ちなみに、毎日モンスターで5500体だよな。500体で50で20ポイントだから1000だから、毎日一応1000ポイント近くは集まるんだよね、多分ね。そうだから、超頑張れば、そう、行くはずなんだよな。でも毎日ほぼ500体近いからないと、そう、タイルがダメなタイミングもあるから、うん。寝ずにやればなんとかなりそう。片様さん、記念コインの前のガウガメラもらいました。コレクション増えるの嬉しい。いや、嬉しいですよね。そう。やっぱ、ちゃんと、ポイント条件がありますけども、もらえたので、確率じゃなくてね、ポイントによってもらえるもらえないがあるけれども、1800ポイント稼いだらとりあえず負けてももらえるので、素晴らしいですね。ミノさん、真珠ってレベル20にすると単体で戦力どのくらいになるか分かりますか？ 1M とかになるようなら戦勝記念塔のために一つ覚醒をさせようかと思ってます。いやー、わからないんですよね。それね、ウィキさんにちょっと書かれてた気がするんですけども、私もレベル20にはしたことがないんで、でもそう、ワンチャンをかけてね、私も上げてこうかなと思っていて、ベヒーモスキングとか、セイレーンとか、ちょっと今上げつつあるので、この辺もね、レベル上げるかっていうのをちょっとね、悩んでます。まさにそう、戦勝記念塔のね、8M 以上5体5人の4人はなんとかなりそうなんですけど、最後の5人目、厳しすぎて、真珠をどれか特化で上げて、なんとかならないかなっていうのを私もそう考えてるんですよね。ただ、セイレンよりもヨルムンガンド上げた方がいいかなっていうので、ヨルムンガンドをね、ちょっと上げようかなと思って、ちょっと強化をしていて、また、真珠のね、品質を上げるとポイントもらえるみたいな時に、上げるか、みたいな感じで今ね、ちょっとこれ貯めてます。ぜひね、もし、真珠の、レベルと戦力の関係がね、お分かりになる方いたらね、教えてもらえたらなと思います。はい。で、イベント話は、こっちは一通り喋ったでしょう。はい。まあ、いつも通り、今週はね、毎日資源採集ですね。はい。速攻で終わるので楽です。はい。で、まあ、いつものね、この貿易イベントは、はい、特に変更なく、この辺、もうちょっと若干マンネリ化してるので、まあ、かといってね、大変な方に変えると不満も出るだろうから、リワードだけ増やしてください。ということで、この辺は、いつも通りです。で、初回購入のところにまだ名称ホールがね、残ってますと。これさ、名称ホールさ、これ、私なんかマイナス表記になってたんだけど、150ポイントいくかな？ 20、50、90、90ポイントなる？マイナス60だよね。なんかさ、バグってるんですよね。なんか最初にアイテムを集めちゃったからなのかわかんないんですけど、ポイントバグってて、ちょっと、それにしてもひどいなみたいな。なんか、下で数字見えてんじゃん。マイナス40。
マイナス10。なんか一気に120に増えた。マイナス120になった。おかしいだろう。はい、ということで、なんかバグってるんですよ。はい、ということで、これ同じようにバグってる方いませんかね？この次のリワード150分のマイナス140みたいな意味不明な数字になっていて、全然ポイント増えないっていう。これ、ぜひね、同じようになってる方いらっしゃったら運営にクレームしていただけると、みんなでね、クレーム攻撃をすると治るかもしれません。はい。こういうね、運営に不利益がないやつはすぐ治らないんで。ボーイさん同じようにバグってます。いや、そうですよね。バグってますよね、これね。これ今回全員がバグってんのか、それともなんか初日に全部取っちゃった勢がバグってんのかちょっと気になるところなんですけど、私ね、初日に全部取っちゃった勢な、リワード先に取っちゃった勢なんで、まあ何かがおかしくなってる可能性はあるんですけど、それにしてもひどいよ、この仕打ちっていう感じなので、はい、ぜひね、治ってほしいなって思ってます。はい、あと激特イベント系のところを見ていきましょうということで、またね、最近黄金樹の報酬、なんか中途半端なタイミングに来ますが、また2週間ちょい続くイベントがね、また来ていますということで、選択しなかった巻物一択。はい、で、超お得な育成と、騎士の試練ですね。ここが、今回、あ、そう、リワードのが、今日まで。引き換えが今日までなんでお気をつけください。超お得な育成の、私これリワード引き換えてなかった。はい、忘れないうちにね、後で交換しておこうと思います。はい、皆さんはね、今交換されるといいかなと思います。ちなみに今回、騎士の試練で、私は、はい、飯直政と、よいしょ、メフメトかな？ 2 号機をね、赤いスター10に、することができましたということで、これでね、置くことで、元老院のね、バフが、攻撃力のバフがね、入るんでね、嬉しいですね。はい。メフメトもほんと大変だった。もうこのため。メフメトは、そう、このね、貴重な無課金でも、覚醒をね、させることができるシリーズの中でも、メフメトはね、楽な方。正確には市場レベル35にするまでは楽な方。で、そう、市場ね、35にした後も、まあ、なんとかね、頑張って、達成して、そう、やっと必要数、32体目をね、この前ゲットしたんで、今回ね、クリア、赤いスターね、購入することができました。はい、ももう王の花道はクリアしません。はい、全クリしません。王の花道ね、これか。はい、98。はい、だいたいね、98で止まります。はい、闇市を100個買え。あのクエスト、本当にやめてほしい。本当にやめてほしい。はい。あれをね、50で止めるならまだいいんだけど、残りの50のね、100にするのが辛すぎて、はい。もう今後ね、多分98で止めるでしょう。ということで、そう、アレースのね、1の還元は、4000ほぼピッタで、止める形で、メフメト2世と、イーナーマサですね。まあ、これは途中までね、すでに上げてあったんで、はい、今回のタイミングで両方スター5にすることができましたということで、はい、次はデバフ将軍かなんかをね、上げていこうかなって思ってはいます。はい、本当はね、スールドとかも、覚醒できるだけの、かけらはね、もうすでに持っているんですけども、450超えてるんですけども、歩兵はね、多分しばらく使わないかなと思うので。はい、ということで、次はね、デバフですね。よいしょ。その、ホトケビチさんあたりをね、ホトちゃんを、ホトちゃんをあげようかなって、覚醒は無理ですけども、レベル上げようかなって思ってます。綾野沢さん、リセットされずにレベル50のままになってました。運営に文句言ったら、見た目おかしいけど、内部的にはリワードは出てるから気にするのと、ほんまかいな。本当に本当にじゃあ俺、スクショ取っとこう。今日もうやっちゃったけど。この164がちゃんと増えてたら、まあ、そうですね、文句は言わない。数字数えてなかったな。これもしかして、
今日の配信を見直せば163から164に増えてるのかもしれない。アニーさん、同じく初日に全撮りしました。島永さん、私は初日に全部撮ってないでバグってません。あ、そうなんだ。やっぱり、初日に、全部撮れちゃった勢がバグってて、最初の1時間ぐらいだけだったと思うんですけど、その後の人たちは、バグってないんでしょうね。はい。まあ、これね、リワードを別に取れたら別に、気にしないんでなんでもいいんですけど、はい。これね、明日、このデイリークエスト達成前後でスクショ取っておこうと思います。ちゃんと見てなかった。なんか数値おかしいなと思ってた。もっこさん、私も通しちゃったせいですか？マイナス170というのはね。いや、そうなんですよ。おかしいですよね。なんでそんなことになるのって感じなんだけど。まあまあまあ、いいでしょう。ちょっと、真偽はね、後で明日確認しようと思います。はい、ということで、騎士の試練と超得な育成のね、リワード交換を忘れずにお気をつけくださいっていうのと、戦術研究はね、まだ間に合いますということで、今日と明日、ただ今日がね、研究の、ちょうどいいタイミングですので、ランカコンテストのために、戦術研究ね、して、このキリがいいね。私はいつもね、5000で止めて、この、リワードのね、還元を全部使い切るようにやってるんですけども、はい、狙いのところまで今日上げ切るっていうのがいいのかなと。はい、明日は研究しなくてもいいんじゃないかなって思ってます。はい、消費還元イベントや溜め込み戦力のところはいつもと一緒です。今回はね、製造スピードアップということで、製造の還元のと、被ってないので製造しません。罠は、明日のやつが訓練だけで戦力アップがなかったら罠も作らなそうです。まあ、ちょっとだけね、無駄遣いして5000だけ達成するか、みたいな感じですけれども、なんか、使わなそうです。はい。で、あとみんな大好き無名ルートですね。なんか99で1個タイだけやらなきゃ。はい。これね、毎日3回いつも通りお得なので、やりましょうねということで。え制服2個出た。やったね。はい。これね、毎日コイン100個集まりますと、別に100個ね、全部集めなくても、毎日93から94やっていけばね、3日間で、全部リワード取れますので、やっていきましょうねというところです。はい。で、ここまでで、さっきね、制服取れましたが、大事なのは王権が取れるかどうかですよ。もう全部これなんですよ。ということで、最後にハンターボックス開けて終わりにしようかなと思います。はい。ハンターラッキーギフトですね。0.81% で王権のかけらが出ますということで、300ずつ開けようかなと思っていて。はい。なので、今323あるんですけど、300まで絞ってね、ここで開けようかなと思います。吉谷さん、メールの受信箱に各メールに通報システムがあるのですが、JAL さんのところはありますか？あ、通報って前にできなかったっけ？ちょっと先にそっち見ようかな。私間違って通報しそうになったことがあって、これマークですよね。これやると、他社のね、この人が、あのあれだよって、その通報ができるようになったのは、これね、去年の12月かなんかかな、踏み絵みたいなのが、あのできたタイミングがありましたよね。その、踏み絵というか、エボニーはこの規約になってますよ。もう一回チェックしてね、みたいなのをやらさせられたタイミングありませんでしたっけ？多分そのタイミングの時に、この縦アイコン、この注意マークのやつがね、出てきて、そこからこの通報っていうのがね、できるようになった覚えですね。なので、多分、去年の冬、12月、11月ぐらいには増えてた気がします。で、これのことで合ってるかな。メールって言ってるのは多分これですよね。はい。ちなみに、なんかメールがめちゃんこあるんで、昔の
昔のメールもついてるから、なんか途中から変わったとかそういう感じじゃないんだな。ゆうしゃいさん、結構前からなんですね。全然気がつかなかった。そうですね。明確には覚えてないんですけど、そう、確かね、以前、なんていうか、運営がね、アカウントの売買とか禁止だからとか、ちゃんとこのやつ読んでね、みたいなのを、去年の冬とかにやった時に、この通報で、なんか問題がある方は通報してねっていうのをね、追加したんですよ。なので、確かね、去年ぐらいからだと思います。ほいほい。あ、話そうと思ったことを一個思い出したけど、別に特に急ぎでも何でもないので、また次回にしよう。はい、ということで、ハンターラッキーギフトね、300個開けていきたいと思います。なんかX でね、300個ずつ開けるやつが、スクショを上げてたみたいで、私これ、スクショ無理だな。やれたら後で画像を切り抜いて送ろうと思います。はい、ということで、300個開封していこうと思います。王権がね、3つ出たら大当たり。頼む。ゼロじゃなきゃとりあえずいい。GO! 王権4、上振れ。やったぜ。RS の地170、ウルトラレアの宝箱1258、強化石2400、王権4、ラブボックス140ということで、大当たりですね。やったぜ。今日ついてるな。さっき制服2つ出たもんな。いや、4激アツだな。ちょっと待って、待って。これ25になったんじゃない？ 26 か。はい、制服が21、王権26ですね。いや、これは、王権、そう、やっと作れるぞ、1個。やったね。嬉しい。いや、今日はいい日でした。やったね。皆さんありがとうございます。めちゃくちゃ上振れ。でかい。でかすぎる。でも、この残ってる23個は引かない。まだ貯めとこう。やったぜ。はい、ということで、ハンターラッキーボックスがね、引けるようになって非常に嬉しいです。やったぜ。いや、そう、制服も21だけど、明日で天井ボーナスで2個手に入るでしょ？だから、結構、うん、やっぱり、運営が緩和したこともあって、少しね、ペースが上がってる感じがしますね。まあ、制服のおかげで別にペースが上がってないけれど、もともとね、制服の方は結構な頻度で取れたんだけれども、いや、素晴らしい。やったぜ。はい、ありがとうございます。気持ちよく寝れる今日。明日出張だるいなと思ってたけど、気持ちよく寝れる。はい、ということで、今日は、まあ、主にね、はい、もうなんか1時間みっちりとランクコンテストの話をしていましたということで、はい、なんか8位に落ちているけれども、なんとかね、12位以内に、終わるように、やろうかなと思っています。はい、ぜひね、今週の、ランクコンテストの順番こんな風になっています。狙い目、資源採取ですね。この辺はね、リセット直後に終わるように仕掛けておくのがおすすめで、かつ狙いやすいので、ぜひ皆さんね、高得点狙ってランキング上位を狙っていきましょう。はい、そんなところで今日はこんなところで終わろうかな。300回ので0.8を0.4引けの、いや、強運でした。さすがに強運でした。皆様グッドボタンをね、月見さんありがとうございます。はい、もしかしたらね、YouTube のアカウントをね、お持ちでない方もいらっしゃるかもしれないですけどね、アカウントお持ちの方はぜひね、チャンネル登録と高評価していただけると、グッドボタンを押してもらえると嬉しいです。カムイさん、自力で集めなきゃいけないから、まだ32個しかない。そう、それな、同盟のあれでな、あれで変わってくるから、難しいですよね。はい、そう、ハンターラッキーボックスがね、たくさん引ける同盟は、の人はもう頑張りましょうということで。よいしょ。
はい、今日はそんなところで終わりにしようと思います。はい、ということで、今週のね、金曜日からは、またピラミッドのイベントと、今度はスピードアップ系のイベントが来る、曜日になっているということと、最後ね、シャロン。4戦目が、最後になってますので、最後、勝てるように、頑張っていきましょうというところですかね。はい、そんなところで今週の配信はこれにて終了したいと思います。また来週はね、予定通り火曜日に、配信予定ですので、よかったらチャンネル登録をして、高評価をして、また来週の配信をお待ちいただけたらと思います。というところで、本日もありがとうございました。皆様コメントありがとうございました。また、来週お会いしましょう。おつちゃる様でした。